こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にもいろいろ字幕を用意しているので、ぜひそこから選んで最後まで一緒に楽しんでいってください。はい。ということで、今回のエピソードなんですが、以前のエピソードでもお伝えした通り、私、旅行に行ってきました。皆さん、私の旅行のプランについての動画見ていただけましたか？今回なんですけど、韓国人の彼、ハン君との2年記念日の旅行で、長崎県の雲仙に行ってきました。で、もともとは長崎県の雲仙だけの予定だったんですが、彼がちょっと長いお休みを取ることができたので、急遽2泊3日 ?2 泊3日の九州旅行に変更になりました。ということで今回長崎県と、あと熊本を結構ノープランで旅行に行ってきたので、皆さんにどんな旅行だったかお伝えできればなと思います。はい。ということで、早速なんですけど、まず今回最初に向かったのは、長崎県の雲仙というところです。以前のエピソードでも長崎県の雲仙って自然が豊かで温泉地ですよっていう風にご紹介したかなと思います。温泉地っていうのは温泉が有名なエリアのことですね。長崎県の雲仙っていうのは、温泉がすごく有名で、私も今回初めて行ったんですけど、地獄巡りって言って、地面からこう、湯気みたいなのがもくもく湧いてるような場所でした。すごくびっくりしました。写真こんな感じですね。もう本当に街中ですね。いろんなところからこうやって湯気とかガスとかが昇っている、すごく独特な景色が楽しめる温泉地でした。そして今回なんですけど、なんと温泉付きのお部屋に泊まりました。実は私人生で初めてなんです。こうやって温泉付きのちょっといいお部屋に泊まるの初めてだったんですけど、もうすごく贅沢な気分で、もう本当に大大大満足でした。この贅沢っていうのは、普段よりもお金とか時間とかを使って特別な経験をすることを言います。すごく贅沢な時間でした。本当に好きな時間に温泉に入れて、誰にも気を使わなくていいので、すごくリラックスすることができました。そして、なんといっても夜ご飯なんですけど、なんと夜ご飯は和牛とかカニとかが食べられるビュッフェのタイプだったんですね。で、和牛っていうのは皆さんもよく知ってるかなと思うんですけど、お肉に脂が乗ったすごく美味しい日本の牛肉のことを和牛っていう風に言います。で、この和牛がめちゃくちゃ美味しかったです。で、カニも一つ一つがすごく大きくて、何回もおかわりして食べちゃいました。で、もう本当に食べ過ぎました。この食べ過ぎるって、食べると〇〇しすぎるの二つが合わさった食べ過ぎるですね。もうお腹いっぱいなのに、それでももっと食べたいと思ってたくさんたくさん食べちゃいました。で、これ以前、春についてのお話のエピソードでも言ったんですが、私今ダイエット中なんですね。なんですけど、もう中とか関係なく、もう完全に忘れて、その日だけは一日たくさん食べました。もうめっちゃ美味しかったです。日本ではよくこういうダイエット中だけど、この日だけは美味しいものたくさん食べるぞっていう日のことをチートデイっていう風に言います。今日だけは贅沢して何でも食べるチートデイっていうので、ぜひ今ダイエットしてる方とかいたら、ぜひ次は何月何日がチートデイだよとかって使ってみてください。そして、夜ご飯のビュッフェだけじゃなくて、次の日の朝ご飯のビュッフェもすごく特別だったんです。朝ごはんのビュッフェはオリジナル海鮮丼が作れました。これもうめちゃくちゃ楽しかったです。海鮮丼のご飯をまず好きなだけ持って、で、その上に自分でお刺身とかをどんどん乗せていくスタイルだったんですけど、私はこんな感じで写真出すんですけど、こんな感じで作りました。どうですか？私あんまり盛り付けのセンスが上手じゃないんですけど、比較的自分でも美味しそうにできたなと思って大満足でした。
で、こうやって夜ご飯だけじゃなくて、朝ごはんもいろいろ美味しいものをゆっくり贅沢に食べるってあんまりいないですよね。なので、朝からすごく幸せでした。で、実は私とハン君なんですけど、温泉が大好き。で、しかも食べることも大好きっていうことで、もう今回食べては温泉入って、また食べて、また温泉入って、みたいな風に、本当に私たちらしく、楽しく、本当にたくさん癒されました。そして雲仙では雲仙地獄にも行きました。名前だけ聞くと怖そうですよね。さっきもお話しした通り、雲仙にはこの地獄って呼ばれる景色、観光地があります。で、地獄って本来はヘルみたいな意味があると思うんですけど、でも雲仙地獄っていうのは温泉の蒸気とかガスがたくさん出ている観光地で、こうもくもく煙が出ている景色が地獄に見えるっていうことで雲仙地獄って呼ばれています。で、本当に普段生活していたら見れない景色なので、すごく不思議でした。写真もこんな感じですね。実際にそこの温泉地帯の蒸気でできたゆで卵とか、あとはサイダーとかも食べたんですけど、ゆで卵がもうめっちゃ美味しいんですよ。お湯で茹でた感じっていうよりかは、どっちかというと蒸しているので、蒸し卵みたいな感じなんですけど、もちもちなんですね。白身も黄身もどっちももちもちでした。で、それを温泉のサイダーと一緒に飲むともうめっちゃ美味しくて、あ、これって観光してるなーっていう風に実感できるような瞬間でした。卵とか、あとはこんな感じサイダーもこういう風に美味しく食べました。で、最初でも言ったんですが、今回彼が急遽長いお休みをもらうことができたので、雲仙以外はノープランで旅行に行ったんですね。で、もう本当に決まっているのは、雲仙での一泊の旅館と、あとは2泊3日分、3日間レンタカーを借りていたので、まあ3日目に帰らなきゃいけないくらいしか決まってなかったんです。なので、雲仙で一泊泊まって、次の日の朝ですね、ハン君と、どこ行く今日どこで観光しよっかみたいな風に朝ごはん食べながら相談して、なんと決まったのが熊本でした。なので、雲仙から車でこうフェリーに乗って、フェリーって人や車を運ぶ大きな船なんですけど、その船に乗って熊本に向かいました。で、船に乗るのも旅行っぽいですよね。なのですっごい楽しかったです。そして熊本についてまず向かったのが熊本城です。皆さんお城って知ってますか？昔の日本のお殿様が住んでいた建物です。で、そして熊本県では、日本でも有名なお城の一つ、熊本城を見ることができます。で、このお城なんですけど、天守閣って言って、お城の一番高いメインの建物ですね。私たちも登ることができました。で、もうこの天守閣、一番上から見る景色がすっごく綺麗だったんです。熊本市内をこう一望できるような、すごい景色が楽しめて、ああ、登ってよかったなって思いました。で、実は私の地元にある松江城、島根県の松江城っていうところも天守閣に登ることができます。もし皆さん日本に来ることがあれば、ぜひお城とかも調べてみてほしいなと思います。それこそお城の中には、外からしか見れないお城もあれば、中を楽しむこともできたり、もっと行くとその天守閣、一番上まで登って楽しむことができるお城もあるので、ぜひぜひ調べてみてください。そして皆さん、城下町って知ってますか？城下町っていうのは昔お城の周りに作られた町のことで、昔はお店とか家とかが並んでいて、人々が生活をしていたんですね。で、この熊本城の近くには、そんな城下町を再現したエリアがありました。写真だとこんな感じですね。はい。こんな感じで、その雰囲気が再現されていて、昔の日本にタイムスリップしたような気分になれる、すごくワクワクする場所でした。そこでは、食べ歩きができたりだとか、実際にランチとかを楽しむことができるお店がたくさんありました。で、実は熊本県って、ワンピースの作者さんの出身地なんですね。なので、ワンピースグッズもたくさんありました。アニメ好きとしてはテンションがすごく上がりました。で、他にも侍装侍ってわかりますか？日本の昔いた、その刀でこう戦う人たちのことなんですけど、そのお侍さんたちのコスプレをした方が、刀でダンスを踊るショーを見ることができました。これももうめちゃくちゃかっこよかったです。
刀を使ったパフォーマンスとかって見たことがなかったので、もうずっと最初から最後まで楽しく見ることができました。実際にそのお侍さんたちと写真撮ったんですけど、ぜひ見てみてください。かっこいいですよね。こんな感じで、そのショーを見た後は、写真撮影とかも楽しむことができました。そして、熊本の夜ご飯は、とんかつを食べました。とんかつって皆さん知ってますか？とんかつってめちゃくちゃ美味しいんですよ。熱い豚肉に、衣をつけて揚げたものなんですけど、日本でも結構とんかつって有名な料理の一つかなと思います。写真こんな感じなんですけど、すごい分厚いですよね。彼と一緒にとんかつを食べました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。そして3日目ですね。3日目もまず朝から、今日はどこ行こうかっていう会話から始まりました。で、そこで決まったのが、阿蘇という場所です。皆さん、阿蘇って聞いたことありますか？熊本県にある阿蘇というエリアなんですが、世界でも有名な巨大な火山があるエリアです。で、広い草原とか山とかがあって、景色がもう本当に綺麗。私は実際行ったことがあったんですね。で、本当に大好きな場所なんです。ただ、今回ハン君は初めてだったので、せっかく晴れてるし、今日は阿蘇行こっかって朝から決まって、もうその日はもう天気本当に良くて最高でした。車でこうドライブしたり、台に行ったり、あとはこう展望台のところでソフトクリーム食べたり、本当に楽しく遊びました。で、もうほんと自然の中を走るっていうだけでもすごく楽しかったです。ちょっと皆さんに写真をシェアしたいんですが、こんな感じですね。いかがですか？もうめちゃくちゃ綺麗ですよね。もうほんとに天気が良かったのもすごくラッキーだったなって思いますし、こうやって私が大好きな景色をハン君と一緒に見れたっていうのもすごく嬉しい、2年記念日のいい思い出になりました。はい。で、しかもこんな感じで牛さんがいました。牛もたくさん実は阿蘇を走ってるといるんですよ。そこで放牧って言って、もう実際にその山に自由にこう放してある牛さんがたくさんいて、なので阿蘇って阿蘇ミルク、牛乳とかも有名なんですね。なので、阿蘇ミルクで作ったソフトクリーム食べたんですけど、もうめっちゃ美味しかったです。びっくりしました。あ、こんなにソフトクリームが濃厚美味しいんだってびっくりして、本当に彼はジェラート食べてたんですけど、そっちもすごい美味しかったです。もし皆さん阿蘇に行く機会とかあったら、ぜひぜひその阿蘇ミルクで作ったアイスクリーム食べてみてください。おすすめです。そして3日目のランチだったんですけど、なんといろりのお店に行きました。皆さんいろりって聞いたことありますか？このいろりっていうのは昔の家にあったキッチンみたいなものなんですけど、火を囲んで魚とかお肉とかを焼いたりします。で、私も初めてのいろりでした。こんな感じですね。皆さんなんかイメージとかありますかね？結構アニメの中でも日本の昔を描くシーンとかにはこのいろりが出てくることもあるかなと思います。で、ただ私も実は初めてのいろり体験でした。で、もうこれすっごく特別な経験でした。今のキッチンとかで料理するってすごく簡単ですよね。食材切って火つけてフライパンで焼いてなんですけど、いろりってじわじわ火が通っていくので、今みたいにドンと作って食べるとかではなく、料理ができる過程は会話を楽しんで、できたら食べて、で、また焼いて、またできるまではゆっくり話して、みたいな風に、すごくその時間も含めて、楽しむことができる経験でした。で、本当にハン君と多分2時間半くらい、そのお店でランチ食べたんですけど、本当に2時間半ですごく長いようで、ただ特別な体験だったし、そうやって火を眺めながら、2人でゆっくり会話するみたいなのも初めての経験で、すごく3日目、旅の疲れとかもあったので、ちょっとのんびり休みながら食事を楽しむことができました。はい、そんな感じで2泊3日の旅行が終わりました。車をレンタルして自由に観光して、で、予定を決めすぎないっていう旅行もすごく楽しいなって思いました。今回の旅行は温泉、グルメ、歴史、自然、全部楽しめる最高の旅行でした。ノープランで行ったんですけど、最終的にはこんなに盛りだくさん、すごく楽しむことができる旅行になりました。皆さんは旅行するとき計画は立てますか？私はもともと計画を結構立てる派だったんですけど、今回このハン君との旅行でノープランで行くのもすごくいいなと新しい発見になりました。
もし皆さん計画する派とかノープラン派とかあれば、ぜひコメントで教えてください。そして、日本で行ってみたい場所とかって皆さんありますか？ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日のエピソードは以上になります。いかがでしたでしょうか？日本中まだまだ私行ったことないところがたくさんあって、今回も雲仙とかちゃんと初めて行ったんですけど、改めて自分が知らないところに行くってすごく楽しいし、海外だけじゃなくて、日本中もまだまだ行ったことない景色を見に行きたいなと思いました。ぜひぜひまた皆さんも旅に行くことなどあれば、いろんな景色を楽しんでみてください。はい。ということで、今回のエピソードは以上になります。面白いなと思っていただけた方は、ぜひ登録やグッドボタンお願いします。他にもリクエストなどコメント待ってます。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度から速度を落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているので、ぜひそこから選んで最後まで一緒に楽しんでいってください。はい。ということで早速なんですが、今日ですね、最近私が買って良かったものについて皆さんとお話ししていければと思います。はい。ということで、まず早速なんですけど、皆さん最近、これは買って良かったって思うものとかってありますか？あればぜひぜひ皆さんコメントで教えてください。で、私なんですけど、最近2つ買ったものがあります。で、もうこれがめちゃくちゃ大満足だったので、皆さんにも共有したいなと思って今回動画を撮りました。今日はその実物を見せながら皆さんとお話ししていければと思っています。ちなみにこの買ってよかった、〇〇してよかったっていう言葉よく使います。何かをした後に満足しているっていうことを表すときに、この買ってよかったとか、このアニメを見てよかったとか、この話を聞いてよかったとか、そういう風に使います。はい。ということで、今回私が買ってよかったと思う商品を2つ紹介していきます。早速、まず1つ目なんですけど、まずはこちらです。皆さんこれ何かわかりますか？これはレコルトのスープメーカーです。これ、スープを作るものなんです。ちょっと重たいので置きますね。はい。ということで、これ皆さん知ってますか？このレコルトのスープメーカーなんですけど、実は材料を入れるだけで自動でスープを作ってくれます。これすごいんですよね。私も最初見た時に、すごくないって思いました。すごくないって表現、皆さん、若者が使う口癖っていうエピソード見ていただけましたか？すごくない？これってめっちゃすごいって意味なんですけど、私、このレコルトのスープメーカー見た時に、マジでって思いました。で、これ何がすごいかっていうと、材料、その料理に使うものですね、を、簡単にこのくらいのサイズに切って入れるんですね。例えば、人参とか、かぼちゃとか、あとは玉ねぎとか、こういったものを入れます。で、他にもお肉とか入れると、それこそこんな風に材料がすごくちっちゃくなって食べるスープとか、かぼちゃとかだったら完全にもうポタージュみたいにすることもできるんです。すごいですよね。で、これ実は最近私ずっとダイエットって言ってるんですけど、健康的な生活がしたいなと思って、野菜もしっかり食べたいなと思っていたんですが、やっぱりこのスープにすると野菜が食べやすくなる。サラダだけだと飽きちゃいますよね。なので、このスープメーカーが欲しいなってずっと思ってたんです。やっぱりスープって作るのが大変だし、かぼちゃのポタージュとかにしようと思うと、かぼちゃをすりつぶすとかがすごく大変で、そんな時にこのレコルトを見つけました。スープって本当に切って煮て混ぜてみたいな、そんな工程がたくさんあるんですけど、もうこれは本当に入れるだけです。で、しかも入れたらスイッチを押して、あとは置いておくだけで美味しいスープができます。もう本当に便利なんですよ。なんか焦げる心配とかもしなくていいので、ただ全部入れてポチって押すだけ。
で、しかもレシピの本がついていたので、そのレシピとか見ながら、もともと自分はポタージュとか中華スープとかだけにしようと思ってたんですけど、他にもトマトを使ったスープとか、あとは鶏肉とかが入ったスープとかのレシピもあったので、いろいろ愛用して作ってみてます。もうすっごく便利です。使いやすくて役に立つ。便利って言うんですけど、もうすごくすごく便利なんですよ。使い終わった後にも洗いやすいので、最初から最後までスープを作って洗って片付けるまでがもう本当に楽ちんで助かってます。で、しかもお店みたいなポタージュって自分で作るとちょっとザラザラした食感が残る感じになっちゃってたんですけど、これで作ると本当お店みたいなトロットロで食感がもう本当に何もないポタージュができました。もう本当に最近かなり使ってて愛用してます。これはもう本当買ってよかったなって思う商品の一つです。レコルトのスープメーカーです。ぜひちょっと気になる方とかいたら調べてみてください。なんか日本に来た時とかにね、買って帰るとかもいいのかなと思います。ぜひぜひ調べてみてください。はい、そしたら次2つ目なんですけど、2つ目はこのカメラです。DJI の Osmo Pocket 3というカメラですね。皆さんこんなの見たことありますか？なんかよく広告とかでも出てるかなと思うんですけど、こんな感じで本当に撮影をすることができるカメラなんですね。で、これなぜ私が最近購入したかというと、私最近ですね、お外で撮影をする機会も増えてきました。で、やっぱり外で撮影するときって、周りの迷惑にもならないように、で、かつ、たくさん綺麗な写真とか、綺麗な動画が皆さんにお届けできるように、手軽に持てて、かつ、軽くてですね、で、撮りやすい。とか、あとは手ぶれって皆さんわかりますか？動画とかを手で撮ってると、画面が揺れる感じになっちゃうんですけど、その手ぶれがないようなカメラをずっと探していて、このカメラを購入しました。これもう買ってよかったです。このカメラで実際に撮ったのが、先日公開した食べ歩きの動画なんですね。まだ見てない人ちょっと見てみてください。もうめちゃくちゃ綺麗に撮れてるかなって思います。画質も綺麗なんですけど、それだけじゃなくて歩きながら撮っているのにすごく綺麗に映ってるかなと思います。DJI の Osmo Pocket 3ですね。本当にこれ買ってよかったです。今はもう4も出ているみたいで、私が買ったタイミングがちょうど4が出るちょっと前に買っちゃったんですね。なんですけど、3もすごく使いやすいので、いつかまた新しいものも購入したいなと思っています。で、これ皆さんにもよくお伝えしてるんですが、私がこの YouTube を通して、リアルな日本語だけじゃなくて、リアルな日本を届けたいっていうふうに思っているんですね。で、やっぱりこの今みたいにポッドキャスト家の中で撮影をしているんですが、それだけじゃなくて、これからはもっともっと外に出て撮影をしたり、あとは景色を見せることができたり、他にも誰かとの会話、リアルな会話を届けたいなっていうふうに思っているので、そのためにもこのカメラを購入しました。なので、今後なんですけど、以前の食べ歩き動画みたいに、外で撮影をしたりとかっていうのも増えていくかなと思います。ぜひぜひこんな動画撮ってきてほしいとかがあったら、リクエストとかいただけると嬉しいです。で、実際にこのカメラ使ってみて思ったことなんですけど、もう感動しました。まず軽いんですよね。撮影がすごい楽なんです。どうしてもやっちゃうとすごく近いので、こうやって伸ばした時もすごく軽いので楽なんです。他にも画質もすごい綺麗ですし、手ぶれもしにくいっていうところがすごくいいです。でやっぱり手ぶれ撮影するときに画面が揺れてしまうと、旅行動画とか見てても酔っちゃう、見てる側が酔っちゃうことってあるかなと思うんですね。なので、そういったところもこのカメラだと、自動でレンズが追いかけてきてくれるんですね。で、しかもこうやって振っても自動で勝手に私の顔が中心に来るようになってるんですよ。なので、そのおかげで歩きながら撮る動画っていうのもすごく撮りやすくて、はい、すごく便利だなと思っています。なので、これからはこのカメラを使って皆さんに食べ歩きだけじゃなくて、他にもお店の紹介とか、あとは街歩きとか旅行とか、あとはすごくローカルな場所とかも皆さんに届けていけるように頑張ります。買い物ってすごく楽しいですよね。私買い物大好きです。
で、本当に最近の買い物って、なんかどちらかというと、今まではこの洋服が可愛いから買うとか、このリュック可愛いなとか、そういう風に自分の好きなものを買ってたんですけど、だんだん最近は生活を良くするものとか、夢を叶えるためのものとかが増えてきました。皆さんも何かを始めるために買ったものとか、これ買ってよかったなって思うものとかってありますか？ぜひぜひコメントで教えてください。はい、ということで、今日は私が最近買ってよかったものについてお話ししました。いかがでしたでしょうか？まとめなんですけど、まず一つ目はこのレコルトのスープメーカーです。もう健康的な生活を送るためにも、で、かつ、やっぱり美味しいもので生活をしていきたいなっていうのもあったので、ちょっと贅沢してこのレコルトのスープメーカーを購入しました。もう美味しいスープが毎日簡単に食べられるのですごく幸せです。ぜひぜひ気になる方、調べてみてください。レコルトのスープメーカーです。S サイズと M サイズだったかな、こうサイズが2つあったりだとか、他にもこのレコルトっていう会社が出しているものもいろいろあるので、ぜひ気になる方見てみてください。そしてもう一つが、こっちの DJI Osmo Pocket 3ですね。こっちも本当にすごく便利で、もう感動してます。もうもっともっとリアルな日本を皆さんに届けるためにも、携帯だけじゃダメだなって思ってた時に、いろいろ調べて、このカメラが一番いいなと思って購入したんですけど、もう後悔はないです。本当に買ってよかったです。今はこのオズモポケット4も出ているので、最新機種ですね。ぜひぜひ気になる方、調べてみてください。多分、クリエイターさんとか、特にこう自分で外で撮影するときとかは、こうレンズで自動で追いかけてきてくれたりするので、すごく便利かなと思います。はい。ということで皆さん最近買ってよかったものとかあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。他にもこんなものもおすすめだよとかがあったら、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日のエピソードは以上になります。もし面白いなと思っていただけた方は、グッドボタンや登録などよろしくお願いします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているので、そこから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで、今日のエピソードなんですが、実は私最近浴衣を買いました。皆さん浴衣って知ってますか？浴衣っていうのは日本の昔からある伝統的な服装、夏に着る服装のことを言います。で、その浴衣なんですけど、実は今って夏祭りとかでよく着ていきます。夏祭りって皆さん聞いたことありますかね？夏祭りっていうのは夏にあるお祭りなんですけど、花火が見れたりとか、あとは屋台って呼ばれる、こう食べ歩きができる場所があったりとか、あとは盆踊りって言って日本の伝統的な踊りを踊ることができたり、そういった日本の夏を感じられるイベントがこの夏祭りです。今回この夏祭りにハン君と一緒に行きたいなっていうふうに思って浴衣を購入しました。はい。ということで、まずは皆さんに実物を見ていただきたいなと思います。皆さん何色だと思いますか？一応生地は真っ白です。白に何かの色でお花の絵が描いてあるんですけど、ぜひちょっと予想してみてください。はい。ということで、今回私が購入した浴衣は、こんな感じです。白に青でお花が描いてある、ちょっと涼しい雰囲気の浴衣を購入しました。どうですか？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか？こんな感じで、ちょっと私、普段の服は白とかピンクとか黄色とか、そんな感じでちょっと明るくて、あったかい色が多いんですけど、夏祭りだし浴衣だしっていうことで、せっかくなら普段着ないような、ちょっと夏らしい涼しいような色にしたいなと思って、この白と青の浴衣にしました。どうですかね？似合いそうですか？
はい。ということで、今回この浴衣をハン君との夏祭りのために購入しました。いやー、綺麗ですね。もうすでにまだ着てないんですけど、大満足です。はい。ということで、この浴衣なんですけど、着物とかよりもすごく軽くて、夏祭りとか花火大会とかでよく着ます。で、特に私、花火が大好きなんですよ。花火って皆さん見たことありますか？多分よく年越しイベント、ニューイヤーイベントですね。とかでも、よく花火がいろんな国で上がる動画とか見るんですけど、日本の花火ってそういう時だけじゃなくて、夏にこう、ビューバーンっていう風に、たくさん上げるんですね。花火大会って言うんですけど、もう私、花火が大好きなんですよ。もう夜の空に花火がこう、大きな花火が上がると本当に綺麗ですよね。今年はハン君と一緒に見たいなと思ってます。っていうのも、ハン君はまだ夏祭りに行ったことがないので、今回が初めてになります。なので、ちょっとせっかくなら二人で浴衣を着ていこうかなと思って、張り切って準備を始めています。皆さんは日本の花火大会とか夏祭りって行ったことありますか？行ったことある人とかいたらね、もうどんな感じだったかぜひぜひコメントで教えてください。日本中いろんなところにローカルなお祭りから全国的にも有名なお祭りまでたくさんあります。以前コメントでね、山口県の金魚ちょうちん祭りだったかな。そんなお祭りに行ってみたいんですっていうコメントももらったんですけど、もう私でも知らないくらい、本当にローカルなお祭りにこう行ってみたいって目標を持ってる方もこう見ていただいてる視聴者の方の中にもいるっていう風に知って、すごく嬉しい気持ちになりました。実は私の地元、島根県でも水郷祭っていう大きなお祭りがあります。花火がもうたくさん上がってめちゃくちゃ綺麗なんですけど、そんなローカルなお祭りもすごく綺麗で見どころがたくさんあります。ぜひぜひちょっと今年夏とかにもし日本に来る予定があれば、日本中いろんな日にいろんなお祭りを夏はやるので、ぜひぜひちょっとその旅行の期間に、夏祭り被ってないかなとか調べてみてください。他にも、もし今年夏頃日本に行こうかなって今計画してる方とかいれば、ぜひ夏祭りの期間に合わせていくとすごく日本らしい特別な経験ができるんじゃないかなって思います。で、今回のこの浴衣なんですけど、もうとにかく選ぶのが大変でした。もうめちゃくちゃ悩みました。私、優柔不断なんですね。優柔不断ってちょっと難しい言葉ですよね。ご飯屋さんとかでメニューを選ぶときとかも、こう何かたくさんの中から一つを選ぶのにすごく迷ってしまう。なんか、これもいいな、でもこっちもいいな、みたいな風に迷ってなかなか決められないことを優柔不断っていう風に言います。私は優柔不断なところがあるので、今回の色選び特に、浴衣の色を選ぶのにすっごい悩みました。で、しかも浴衣も50種類くらいあったんですよ。もう本当にたくさんあって、その中からどれにしようかな。普段着ているようなこの白にピンクとか黄色とか、あとは赤とか、そういうこうちょっと明るめな派手な浴衣もあって、もう本当に悩んだんですね。なんですけど、やっぱりせっかく浴衣なら、普段着ないような色にしたいなって思ったし、なんかちょっとこう大人っぽい雰囲気にしたいなって思って、はい、今回は涼しい感じの青色を選びました。どうでしたかね？なんか似合ってますか？ちょっとなかなかもう悩みすぎて、最後ら辺もうよくわからなくなっちゃったんですけど、はい、ぜひぜひ似合いそうだなって思ってくださった方、コメントお待ちしてます。はい。ということで、この涼しいっていう言葉なんですけど、気温とかだけじゃなくて、見た目が爽やかな時とかにも使います。さっきの青とかは夏に着ると涼しい色ですよね。そんな風に涼しいって気温とかだけじゃなくて、そうやって見た時に感じた爽やかさとかにも使うことができます。はい。ですね。で、実は浴衣ってあれだけじゃないんです。他にも、帯って言って浴衣を締め上げるここの巻くものなんですけど、こんな分厚いやつがあって、そういったものを買わなきゃいけないです。で、この腰に巻く布、帯なんですけど、浴衣の真ん中に、こう、最後背中のところに大きなリボンを作るのも特徴ですよね。帯によってこの雰囲気も大きく変わります。
ちょっとまだ何色の帯にするかは悩んでるんですけど、この帯も購入して浴衣を着てみたいなと思っています。そして浴衣なんですけど、実は浴衣って一人で着るのがすごく難しいんです。で、最初はもうどうなってるのって私も思いました。着るときに帯だけじゃなくて、浴衣を留める紐とかいろいろ必要なんですよ。で、ただ最近は簡単に着られる浴衣とかも売ってます。上下がこう分かれていて、上と下スカート履いて、で、そのつなぎ目を帯で隠すみたいなタイプもあれば、帯にもうリボンがセットになっていて、もう簡単に着れますよっていうものもあります。で、私も今回は、帯にもリボンがもともとついていて、簡単に一人でも着られるような帯を購入しようかなと思ってます。私、めちゃくちゃ不器用なんですよ。不器用っていうのが、こう、細かい作業とか、なんかこう、結んだりとか何でもなんですけど、そういうのが苦手な人のことを不器用な人って言うんですね。私はめちゃくちゃ不器用なので、そういったものはもう元から簡単にできてるようなものを購入したいなと思っています。はい。で、皆さんもですね、ぜひもし日本の浴衣とか興味があったら購入してみてほしいなと思います。私が今回購入した浴衣は、浴衣1着でだいたい5000円くらいのものでした。で、実は安いものだと2、3000円で売ってたり、帯ももう元からセットのものとかも売ってるんですよ。で、確かにちょっと高いけど、洋服一着買う分くらいなので、もしね、日本の浴衣興味があるなって方は、レンタルだけじゃなくて購入っていう手もあるので、はい、ぜひぜひ調べてみてください。そして実は、ハン君も何を着るか悩んでいます。で、浴衣にするか、ジンベエって言ってこんな感じですね。上と下が分かれて、下が短パンみたいになっている、短いズボンみたいになっているジンベエっていうタイプがあるんです。で、これどっちにしようって今めっちゃ悩んでます。ですね。このジンベエも実は日本の伝統的な部屋着です。浴衣は伝統的なこう外にも出かけるような服装だったんですけど、ジンベエは部屋着なんですね。で、男性は結構このジンベエを夏祭りで着ることも多いです。で、浴衣よりもラフだし、すごくこう着るのも簡単ですし、浴衣ってあんまり風が通らないので結構暑いんですね。でもそれに比べてジンベエはまだ風が通ってくれるのでちょっと涼しいんですよ。なのでそういったので迷ってます。なので浴衣はちょっと特別、ジンベエはリラックスみたいな雰囲気です。はい、という感じで、もう今から張り切っていろいろ準備をしているんですけど、もう夏祭りが本当に楽しみです。もう浴衣着て、屋台で食べ物食べて、花火見て、で夏の思い出をたくさん作るみたいなところ、もう期待で胸がいっぱいです。思い出って大事ですよね。旅行の思い出とか、学生時代の思い出とか、後になって、あんなことあったな、こんなこと良かったな、みたいな風に思い返すって、すごくいい時間だなと思うので、ハン君と今年の夏、たくさん思い出を作りたいなと思います。はい、ということで今日は浴衣を買ったお話を皆さんにさせていただきました。いかがでしたか？まとめなんですけど、夏祭りのために今回浴衣を購入しました。50種類くらいある中から白と青の浴衣を購入しました。で、次は帯って言って、その浴衣を着る時の腰に巻く布を購入します。はい。で、ハン君も今浴衣かジンベエか悩んでるんですけど、やっぱり日本らしい夏祭りの楽しみ方って、こうやって浴衣とかジンベエとかを着て楽しむことかなと思います。もしね、夏祭りの期間に日本に来るよって方いたら、レンタルとか購入とかいろんな方法があるので、ぜひぜひいろいろ調べてみてください。いや、本当に今年の夏が楽しみです。皆さんは何か夏の楽しみとかありますか？ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、皆さん浴衣とか着てみたいなって思った方、見たことあるよとか、他にも皆さんの国でこんな伝統的な服があるよとか、もし皆さんの国に行ったらこんな服着てみてほしいとか、そんなものがあったらぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日のポッドキャストは以上になります。今日のポッドキャスト面白いな、よかったなって思っていただけた方、ぜひグッドボタンや登録お願いします。はい。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。
もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をいろいろ用意しているので、そこから選んでぜひ一緒に最後まで聞いてみてください。はい、ということで今日のエピソードなんですが、夏の日本旅行で役立つ便利グッズを皆さんにご紹介していきたいなと思います。皆さん、日本の夏経験したことありますか？実は日本の夏ってめちゃくちゃ暑いです。で、しかもそこに加えて気温だけじゃなくて湿度といってその空気の中に含まれる水分の量なんですけど、湿度がすっごく高いのが特徴です。なので気温も40度くらいいくんですが、そこに加えて湿度も高いので嫌な暑さなんですね。風がこうベタベタしているように感じたりだとか、他にも気温だけじゃなくてその湿度に体力を奪われるので、熱中症とかにもなりやすいような暑さをしています。今まで島根や大阪に住んでいたんですけど、福岡に引っ越してきて、よりその湿度の高さを改めて実感していて、去年の夏は私生まれて初めて熱中症になりました。なので、そんな特徴のある日本の暑さの中、日本旅行に役立つ便利グッズを皆さんにご紹介していきたいなと思います。今から4つ紹介していくんですけど、すべてコンビニとかドラッグストアで買うことができます。ぜひぜひ気になるものあれば調べてメモして日本に旅行に来る際は探してみてください。はい、ということで、まず一つ目なんですけど、一つ目はこちらです。ギャツビーのボディシートです。これなんですけど、汗をかいた時とかに体を拭くシートになります。で、これがめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。首とか、腕とか拭くことができるんですけど、中に風に当たるとすごく冷たく感じるような成分が入っているので、これで体の汗を拭くと一気に涼しくなります。風に当たるともうちょっと寒いくらいに、それこそこれで汗を拭いてからお店の中とかに入るともうめっちゃ寒いんですよ。それくらい体の汗も拭けるし涼しくなるっていうところですごく便利かなと思います。で、本当にこれドラッグストアとかコンビニとかにたくさんありますし、匂い、香りもたくさんあるんですね。私は比較的レモンとかそういった清涼感のある涼しい感じの匂いが好きなんですけど、ピーチとか、あとは石鹸とか、それこそ匂いがしないものとか、いろいろ種類があるので、ぜひ気になる方は探してみてください。そしたら次、二つ目なんですけど、二つ目はひんやりタオルシートです。こんな感じですね。これはボディシートと少し似ているんですけど、もう少し大きめです。首とか肩を拭いたり顔を拭いたりできるんですが、それ以外にもタオルみたいな大きさなので、首に巻いたり首に結んだりすることができます。これもギャッツビーと同じで、ひんやりする成分、ひんやりっていうのが、冷たくて気持ちいい様子のオノマトペなんですけど、ひんやりしている成分が入っているので、これで首に巻いたりとかすると、少し暑さが和らぐような感じになります。はい。で、これ私もすごく実は愛用していて、ギャツビーってペリッと開けると何枚も入っているようなタイプなんですが、このひんやりタオルシートは一枚一枚が個包装、別々で包装されているので、一つ開けて一回分使って他のものはカバンに入れておくみたいなことができるんですね。私もこれ去年の夏にプサンに行ったんですけど、プサンがもうめっちゃ暑くて、なのでそこで毎日のようにこのひんやりタオルシートを使っていました。夏暑かったんですけど、やっぱりこれが一つあるだけでも若干体が楽になるので、ぜひぜひ探してみてください。そしたら次、三つ目なんですけど、三つ目は冷凍ドリンクです。冷凍、フローズンですね。冷凍のドリンクが日本のコンビニとかドラッグストアには置いてあります。例えばお茶とかスポーツドリンクだったり、他にも塩分が含まれたジュースとかですね。そういったものが冷凍された状態で置いてあります。これのいいところは長時間ずっと冷たい状態をキープすることができます。それこそ暑い時はペットボトルを首に当てても冷たくて気持ちいいですし、暑い時に喉が渇いたら開けて飲むと毎回キンキンに冷えた飲み物を飲むことができます。
で、これ少しずつ溶けていくので、こうずっと冷たいものをキープできるんですね。なのですごくおすすめです。私とハン君はいつもドラッグストアでお茶を買ってきて、お家の冷凍庫で何本か冷凍させてます。で、そうやってたまにこう外に遊びに行くときに1本出して持っていくみたいな風にしています。この凍った飲み物っていうのはすごくおすすめで、っていうのもやっぱりこう喉が渇いて水分補給もしっかりしなきゃいけないので、やっぱり冷たいドリンクを飲んで体温を下げるのもそうなんですけど、やっぱりそれでも暑くてしんどくなった時に、急いでこう体を冷やすっていう時に、その凍ったドリンクが一つあると首とかに当てて、急激にこうやって体温を下げることもできるので、ぜひぜひこう熱中症対策、暑さ対策にも、もし夏に日本に旅行に来る方、いろいろこの冷凍ドリンク探してみてください。そして最後4つ目がハンディファンです。こうやって手に持って扇風機使うことができるもので、これって結構皆さん知ってる方多いんじゃないでしょうか。こんな感じですね。はい。で、これはもう本当に最近持ってる人多いですよね。で、小さい扇風機なので、持ち歩きも便利ですし、暑い時とかにこうバーって風に当たるだけでも、ちょっと汗が引いたりしますよね。で、私がよくやるのは、暑い中こう頑張って歩いて、で、駅とかに入ると涼しいじゃないですか。涼しいとこに入った瞬間に一番強いモードでこう風を浴びる。そうするともうめっちゃ冷たい風がこうわーっと顔に当たって気持ちいいんです。なのでぜひぜひもしこう夏、日本に旅行に行くよとかっていう方、ハンディファンぜひぜひこう持ってくるといいのかなと思います。これだったら本当に駅でも空港でもテーマパークでもちっちゃいのであんまり荷物にもならないですし、持ち歩きが不便な方はこう首に下げるタイプもあるので、はい。私も今首に下げるタイプが欲しいんですけど、はい。ぜひぜひ探してみてください。はい。そして5つ目が塩分タブレットです。塩分タブレットってわかりますか？こんな感じなんですけど、これは塩分、塩の成分ですね。夏は汗をかくので水だけじゃなくて塩分も体からどんどんなくなっていってしまうじゃないですか。なので、日本ではこの塩分タブレットって言って、ほんとこれくらいの一口サイズのタブレットなんですけど、これを持ち歩く人も多いです。で、特に外で長時間過ごすとき、観光でいろんな観光地回るときってずっと外歩くじゃないですか。そんな時にこう熱中症とかで体調崩すのはすごくもったいないので、この塩分タブレットおすすめです。本当にお金サイズくらいで一つが。なので食べやすいですし、持ち歩く時も絶対に荷物にならないので、はい、ぜひぜひ探してみてください。結構グレープフルーツ味とか、なんかいろいろ清涼感のある味があるので、そういったのも好きなもの探して食べてみるのがいいかなと思います。で、さらにちょっともう一つだけおすすめをするとしたら、日傘なんですね。日傘って、こう、日差しを防ぐための傘。雨じゃなくて、日差しを防ぐための傘なんですけど、これって昔は女性が日焼けしないように使うイメージだったんですけど、最近はもう男性も使ってますよね。私、日傘って今まであんまり使わなかったんですけど、ハン君が日傘を使っていたので、入ってみたらびっくりしました。日傘ってしっかり日陰になるので、傘の中がちょっとだけ涼しいんですよ。やっぱり夏って日傘の中でも全然暑いんですけど、それでもこう太陽の真下を歩くよりはすごく楽になるような感じがしました。やっぱり日差しに直接当たるとこう肌も焼けますし、それだけじゃなくて熱を直接浴びるので体温がぐーっと上がっちゃうかなって思うんですね。で、私の感覚なんですけど、太陽の下を歩くって結構体力を取られるなと思っているので、この日傘が一つあるだけでも、その旅行中の体力とかを少しでも守ることができるんじゃないのかなと思います。で、ちなみに、旅行で来る方にはドラッグストアもおすすめです。っていうのも、ドラッグストアってお薬だけじゃなくて、便利グッズがたくさん置いてるんですね。なんか旅行中に暑いなと思ったら、ぜひぜひ入ってみてください。思わぬ便利グッズが見つかるかもしれないです。結構最近行ってみてびっくりしたのが、スプレーなんですけど、シューってすると、こう白いふわふわのムースみたいなのが出て、それが固まるんですね。で、それ触るとめちゃくちゃ冷たいんですよ。
なので、こう夏持ち歩いて暑い時は頭とかこう首とかにシューってやると、1秒2秒とかでちょっと固まってジェル状になってくれて、こうペリペリって剥がせるようになるんですね。みたいな面白い暑さ対策の便利グッズとかもあったので、はい、ぜひぜひちょっと気になる方、ドラッグストア、日本にはいろんなチェーン店があるので行ってみてください。はい。ということで、今日は夏の日本旅行楽しく乗り切るための役立つ便利グッズについてご紹介していきました。皆さんいかがでしたか？私のおすすめの一つがギャッツビーのボディシート。二つ目がひんやりタオルシート。三つ目が冷凍ドリンク。四つ目がハンディファン。五つ目が塩分タブレット。6つ目が日傘です。で、他にもドラッグストアに行くといろいろ面白い暑さ対策のグッズもあるので、ぜひぜひ見てみてください。やっぱり夏って天気も良くて旅行に行きたくなる季節かなとも思うんですが、その分やっぱりこう体調不良とかにも気をつけなきゃいけない、すごく暑い時期なので、そういったところしっかり準備して旅行を皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。ちなみに私今年の8月もまた彼と一緒にプサンに行きます。で、やっぱりプサン8月すごく暑いと思うので、私もしっかりこれから暑さ対策準備をしていきたいなと思います。皆さんの国にもこういう夏グッズとかって何かありますか？暑い国の人とかってなんかどういう風に暑さ対策してるんですかね？なんかぜひぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。はい。ということで今日のエピソードは以上になります。面白いなと思っていただけた方、ぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは、はるかです。皆さんお元気ですか？ということで今日なんですけど、私実は幼馴染のお友達と一緒にドライブに来ています。皆さん幼馴染って聞いたことありますか？幼馴染っていうのはすごく前から一緒にずっと友達だった、一緒に育ってきた友達のことを幼馴染っていう風に言います。はい、ということで今日は幼馴染のお友達と一緒にドライブに出かけます。ということでちょっとまず挨拶をしてもらいましょう。こんにちは、まほです。こんにちは。真帆っていうお友達なんですが、私たち高校からずっと仲良しのお友達です。真帆ともう高校で出会ったから、今何年だろう ?10 年くらい 10年くらい。?10 年くらい。もうちょっとかな。だって15歳からだもんね、高校。ということで、多分2、3年くらいはもうずっとお友達を続けている子なんですね。真帆なんですけど、もう高校から一緒ということで、地元の島根県一緒です。今日は私、岡山県っていう場所に来ているんですが、岡山から島根まで、真帆と一緒にドライブをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、早速ドライブに行ってみましょう。はい。ということで、まず皆さん、ドライブとかって普段しますか？私は車持ってないんですけど、真帆は車持ってるので、真帆普段ドライブする？たまにたまに？あ、そっか、やっぱいいね。車持ってるからさ、岡山から車で今までどんなとこ行った？島根県。やっぱそうだよね。島根しか行かんよね。そう、やっぱ岡山から島根がだいたい2時間半くらいかな、で行けるよね。真帆は島根県の、松江市っていう県庁所在地、その県の中でも一番大きな町出身なんですけど、私はその隣の出雲市というところの出身です。で、市は違うんだけど、高校っていうのは自分が行きたいところを選べるので、私と真帆は偶然同じ高校で、しかも最初ね、一緒のクラスでね。そう。初めて友達になった。そう、高校の時に初めて友達になって、それからもう3年間ずっと高校生活一緒に過ごして、でその後大学生になってからも、私は島根の大学、真帆は岡山の大学だったけど、ね、定期的にこうお互いに島根と岡山を行き来しながらずっと一緒に仲良く過ごしてきました。さあ、私たちが行ってた高校ってさ、ほとんど同じ中学校から来てる。そうだね。ね。だったから私と真帆はどっちかというとほぼっていうか全く友達ゼロ。全く友達いない状態で新しい高校に入って、もう周りはね、だって入学式の日からさ、もうみんな友達いるじゃん。グループみたいな。そう、中学から一緒の子たちがいるから、やっぱみんな仲良しがもうできてたんだけど、私たちは全然離れたとこからね、高校に行ったから、なかなかね、ちょっと厳しかったよね、最初。厳しかったね。
だから最初に、本当に一番最初に仲良くなって、それからずっとだから、席が近かったもんね。そう、日本の学校って出席番号っていうのがあるんですけど、名前、あいうえお、かきくけこの順番で、こう、名字が、何かによって出席番号っていうのがあるんですけど、私と真帆は名字がちょっと近かったので、そういった理由で出席番号が近くて、席も近かったんですね。なのでこう席が近くて、あれ女の子で一人でポツンといる私もポツンといたし、やっぱさ最初ってさ3人4人仲いい子たちの輪にさ自分から初めましてって入るのはちょっときつい、勇気いるねえ。だからやっぱさその一人でいるって言ったらいけないけど、まあでも一人でいる女の子の方が話しかけやすかった。あれどっちから話しかけたんだろう。はるか。あ、私か。そう、私からだったみたいです。なんか初めましてみたいな感じだったっけ。どうだったかな。なんか最初列に、立って並ぶときに、私の前の子ですかみたいな。あ、そうだわ。あれだよね。入学式の列だよね、多分な。そう。入学式に入場する時の、じゃあ列並んでくださいって言われた時に、真帆で間に一人男の子いたよね。で、私だったから、あ、そうだわ。それで、あれ、なんか出席番号近い子だなってなって、そうだそうだ、話しかけたね。話しかけてくれました。まさかこんなにね、長い付き合いになるとは。ね、10年もね、びっくりだよね。でもさ、結構さ、私たち一緒に今までさ、私が住んでた大阪にも来てくれたし、真帆が住んでる岡山にも行ったし、福岡にも来たしね。で、あとは一緒に韓国とかも行ったりして、結構いろいろ行ったね。そう考えたら。そう、結構いろいろなところに行って一緒に遊んだりとか、私も真帆もお酒が好きなので、結構一緒にね、いろんなところで居酒屋さんとか行って、お酒飲みながらそう楽しんでたんですね。なんですけど、なんかさ、やっぱあれ不思議じゃない？なんかさ、高校の時ってさ、お互いめっちゃ部活頑張ってた組やん、私ら。だから、なんか私はバレーボールだったし、真帆は陸上だったから、仲はいいんだけど、部活も違うじゃん。なのになんかずっとつながってるって結構珍しいよね。珍しい。そう、大体なんかさ、部活とかが一番濃ゆくなるのが結構あるんだけど、私たちは部活も全然違うし、日本って文系理系って言って、その数学とか、あとは科学とか、そっちの勉強をしっかりする人と、あとは英語とか国語とか社会とか、そういった勉強をちゃんとやる人たちでこう分かれるんだけど、私は文系で真帆は理系だったので、本当に何も被ってないよね。クラスだけ。そう、クラスだけが3年間一緒だったのに、ずーっと3年間仲良くて、お弁当もずっと毎日一緒に食べて、そうそう。なんで多分卒業アルバムって言って、卒業するとアルバム、その写真集みたいなやつがもらえるんですけど、私と真帆はほとんど一緒に写ってるよね。写ってるね。部活以外は全部一緒に写ってる。そう。いや、懐かしいよね。しかもさ、本当に私と真帆ってさ、クラス以外で共通点がほぼなかったよね。ない。で、生徒会も、私生徒会ってやつ、その学校の中でもなんかこれをするあれをするとかっていう行事の時に、リーダーで動く人たちが生徒会っていうグループがあるんですけど、私はそっちに入ってて、真帆入ってなくて、文系理系も違って部活も違って、なのにずっと一緒。不思議。なぜか。なぜか。やっぱなんかその、出会い方もあるけど、なんだろうね、多分やっぱ相性とかで、結構話があったりとかで、なんだかんだってずっと一緒にいます。こういうの腐れ縁って言うんですよ。腐れ縁ね、知ってますか？腐れ縁ってね、よく言うよね、日本語だったら。言うね。そう、腐れ縁ってもう本当に腐った縁って感じなのかな。何なんだろうあれ。でももう切ろうと思っても切れない縁のことを腐れ縁って言うんですよね。もう真帆とはね、もう何回もね、こう喧嘩とかは全くしないけど、なんか別に毎日連絡取り合うとか、ないね。ね、なんか2、3ヶ月に1回は会おうねとかしてるわけでもないのに、なんだかんだでなんかずっと切れない縁が。で、なんかポンと連絡して、あ、会おうよ、じゃあ会おうかみたいな感じで、ずっと2人で遊べる。そういうのを腐れ縁っていう風に言います。切れない縁ですね。すごいよね、ずっと。すごい。
で、私たち今年もうなんかどっか一緒に海外行きたいなとかって話をしてるんですけど、どこ行く？どこがいい？おすすめは、おすすめ、私もわかんないんだよね。おすすめ皆さんありますか？教えてください。真帆がね、辛いのが全然食べれなくて。挑戦はできる。ね、真帆は今までどこの国行ったんだっけ？韓国と、フィリピンのセブ島とシンガポールに行きました。結構行ってるよね。でも食べ物はどこも食べれた？食べれたね。食べれた。そっかそっか。韓国がね、結構選んだよね、食べ物。辛くないやつを見つけて。そうそうそう。辛いのはもう全く本当に食べれないから。ね、だから辛くないものを探して。いいな、でもセブ島とかも行きたいな。セブ島めっちゃ良かった。めっちゃ良かった？セブ島何した？もう海あとサメと一緒に泳いだ。ジンベエザメだよね。ジンベエザメ。ね、見た写真。すごかった。怖くなかった？怖くなかった。本当は触っちゃダメなんだけど、意外とめっちゃ近くて。あ、そうなんだ。触れるぐらいの距離。すごい。でかいよね、めっちゃ。でかい。ジンベエザメって凶暴じゃないのか？多分、一緒に泳げる感じなんだ。一緒に泳いでくれます。すごいね。シンガポールは？シンガポールはマリーナベイサンズに泊まりました。すごい、めちゃくちゃ。マーライオンと写真を撮りました。まず、だってマリーナベイサンズに泊まるってさ、めちゃくちゃ高いよね。結構いい値段は。だよね。する。すごい。上のプールは？行った。あ、行ったんだ。どうだった？怖くないあれ？怖くない。あ、そうなんだ。綺麗。眺めが。綺麗なんだ。あとカジノと。カジノもいた。そう、日本カジノないからね。海外で経験するしかできないよね。いいなぁ。めっちゃ夢あるわ、そのマリーナベイサンズ泊まる。マリーナベイサンズに泊まったって言えるのかっこよくない？確かに。行ったは結構あるけど。多いよね。行ったことあるとか見たことある。ショッピングとか。あるよね。だけどさ。泊まった人は確かに少ない。だよね。いいなぁ。今、真帆行きたい国もある。なんか、その時間とかも無限にあるとしたら。無限にあったら、トルコ。あ、トルコなんだ。トルコ何したい？気球に乗りたい。あ、わかる。カッパドキアとかね。カッパドキア。ね、めちゃくちゃ綺麗だよね、写真がね。そう。いや、いいね。あとモルディブ？ああ、いい。海に入りたい。そう、真帆はめちゃくちゃ夏も好きだし、海も大好き。で、そっか、モルディブいいね。モルディブいい。うわトルコとモルディブか。いやね、でもどっちか一緒に行きたいよね。行きたいね。ね、トルコとか行きたいな、私も。行きたい。気球乗ってみたい。乗ってみたいよね。乗ったことない。なんかさ、気球に乗るのもやりたいんだけど、トルコのカッパドキアってさ、気球がいっぱい浮いてる写真あるじゃん、よく。撮れるとちょっと上の方からなんかそう。なんか街もさ、アラジンみたいな、めっちゃ綺麗なとこあるじゃん。あそこにもう行きたいんだよね。行きたい。ね。そうそう、トルコいいな。トルコいいよね。トルコってご飯何なんだろう？トルコ料理。あ、トルコ料理。ケバブとかじゃない？トルコアイスとか。あ、トルコアイスもあるね。あ、めっちゃ行きたい。いいな。ケバブって辛い？辛くないんじゃない？辛くはない。わからん。辛いやつもあるのかもしれない。なんかありそうだよね、辛そう。ありそう。ね。うわ、いいね。そう、なんか私、そういえばさっき部活の話したんですけど、真帆は陸上部だったんですよ。陸上部って走ったりとか、砲丸投げ、なんか金属のボール投げたりとかすることを陸上って言うんですけど、その部活に入っていて、真帆はね、長距離をやってたんだけど、真帆あれだよね、トライアスロンもするよね。トライアスロンも大学でトライアスロンねやってました。しかも全国大会みたいなやつ出てたよね。そう。すごいんですよ。トライアスロンって走るのとバイク、自転車。あ、そうか、自転車とあと泳ぐか。あれってそれぞれ何キロとか決まっとる？なんか大会によって違うんだけど、一番その全国大会とかの距離は、泳ぐのが1500メートル、1.5キロ。やば、で、バイクが、自転車が40キロ。40キロで、最後ランニングなんだけど、最後のランニングが10キロ。それを1日休憩なしでやるわけだもんね。休憩なしで。1500泳ぐっていうのはもうありえないわ。しかもさ、あれだよ、プールを泳ぐじゃないじゃん。そう、海とか湖とか。
波とかもある中で泳ぐ。そうそうそう。だから多分もうちょっと泳いでる。まっすぐじゃないから。あ、そうだよね。すごいな。それなんでトライアスロンやろうと思ったの？もともと陸上が速かったから、速かったよね。で、それを活かしたくて、でもなんかずっと走るだけなのももったいないなと思って、運動が好きだから全般。で、大学に入った時にトライアスロンっていう珍しい部活があったから、それに入って挑戦してみようと思って。なるほどね。いや、すごいわ、それでやろうって思えるのが。だって真帆の家にさ、前の家入ったらさ、自転車がドーンそう。お家に入ったら、もう真帆の家って自転車がまずドーンとあるんですけど、ロードバイクがね。そう。なんか普通の、私みたいな自転車、ただ生活でしか乗らない人の自転車ってこう前にカゴがついとったりさ、ちょっとおしゃれで可愛い感じじゃん。じゃなくて本当にガチガチのスポーツする人の競技用の。そう、ドーンと置いてあるのを見ると、ちょっとあれはね、びっくりする。すごいよね。で、高校の時もだってあれだもんね、全国大会3年間行ったよね。多分ね。すごいよね。駅伝でね。長距離とかね、皆さんなんかマラソンとか長距離とかやってたよとか趣味だよとかって方いらっしゃいますか？私長距離もう絶対できなくてマジで体力ないからすごいなって思う。それも1キロ走るとかの話じゃないじゃんあれマジですごい距離走るからさ、いやすごいなと思いながらいつも見てます。そう普段さ、そのプライベートでさ、ちょっと気分転換みたいな走ることある？あ、たまにあるんだ。ちょっと前にランニングシューズを買って新しい。マジで最近、ずっとあんまり社会人になって働き出してから、あんまり走ってなかったんですけど、最近ちょっとずつまた走ったりしてます。たまに。すごいな。走るのが趣味っていうのがすごいよね。もう楽しい。楽しいんだ。きついとかじゃないんだ。楽しい。だってさ、楽しいって言ってもさ、息は上がるじゃん絶対。息は上がる。でもなんか何も考えずに、ただ風と景色を感じながら走る。そういうもんなんだ。すごいな。本当になんか私は絶対走りたくないって思っちゃうからすごいなって思ってる。辛いだけみたいな。そう辛いみたいな嫌だってなっちゃうけど、でも気持ちいいって思えるんだもんね。すごいよね。そう、真帆は病院でお仕事をしてます。病院のお仕事をしてるんですけど、そうなのでただでさえね、病院の仕事ってさ、時間も不規則じゃん。どうしてもね、こうなんか9時5時で働きますとかじゃないからね。だからその中でやっぱりリフレッシュってめっちゃ大事だけど、やっぱ体力使うじゃん、病院の仕事って。そうだね。だから疲れてたらさ、普通どっちかというとお家でぐうたらしたいなとかアニメ見てゴロゴロしたいなとかになる人が多分多いんじゃないかなって思うけど、アクティブにね。逆ですね。すごいよね。チャリは乗らんの？その自転車。自転車は、最近はもう乗ってないかな。それこそあんまり時間もなくて、あるんだけど、自転車まだ。そうだよね。まあでも確かに。だって、自転車乗るって言ってもあれじゃ何十キロって走ることになるよね。すごい。さっきのさ、トライアスロンの話に戻るけどさ、その1500を泳いで、40キロ自転車乗って、で最後走るって言ってたじゃん。あえてさ、それぞれを何時間どんくらいで走るの？なんかその人によって、やっぱり得意不得意の分野があるというか、3個競技あるから、あれなんだけど、全部で2時間とかは多分かかってない。全部で2時間かかってない。2時間とかあれば多分早い人だったら全然いける。やばいな。マジか。トライアスロンかやってみたいと思う人とかいますか？達成感はすごい。達成感、達成感ってみんなわかるかな？なんかこう何かをやり遂げた時にこれを成し遂げた、やったーって思う瞬間とか、こう自分が努力して頑張ってやっと何かを成し遂げた瞬間ってこう気持ちよかったり嬉しかったりすると思うんですけど、そういうことを日本語で達成感って言うんですね。その達成感をね感じれるっていうのは大事だよね。確かに。なんかさ、やっぱ陸上とバレーってさ、全然仕組みがちょっと違うじゃん。で、なんかバレーってどうしても一人で戦ってないから、みんなでやるっていうのもそうだし、ゴールが完全に決まってる、綺麗に。なんかその何点取ったら勝ちだけど、陸上ってさ、何秒何点何までが
自分のスコアとも戦うし、もちろん相手とも戦うしで、すごいなと思いながら、そう、陸上部。いつも体育館から見てた。バレーしながら、外見たら、野球部がいて、その奥で陸上部がやってたからね。そうそう。まあでもね、そんな青春の高校時代を送って、大人になって10年経って、そう、10年経って、今回その島根に一緒に行く理由が、私たちが高校の時に仲良かった子が他にもいるんですけど、その子が結婚式を挙げるということで、2人でちょっと結婚式に、招待してもらったので出席しに行くんですけど、感慨深いよね。感慨深いね。ねえ、なんかすごいよね。あの時は制服着てさ、一緒にさ、ね、なんかもう何も考えず過ごしとったのがさ、結婚すごい。そう。大人になったねってなるよね。大人になりました。本当に。真帆はなんか結婚式ちょっと泣きそうらしいです。泣きそうです。そう。多分泣きます。私はどうかな。ハンカチを持っていきます。絶対必要だね。そう。いや、でもね、びっくりだよね。なんか、あの時さ、高校の時とかもさ、お弁当食べながらよく喋ってたじゃん。なんか、誰が一番最初に結婚するかなとか。話してた。真帆は結構あれだったよね。早いけど、早いけど、なんかいろいろごたごたがありそうみたいな。そうそう、よく話してたんですよ。だから、それが本当に現実でね、結婚するになったからね。いやー、大人になったね。そうだね。楽しみ。ね、楽しみだね。しかも今回びっくりしたことが一個あって、真帆が今回結婚式で着るドレスなんですけど、さっき見せてもらったら私同じの持ってたんですよ。めっちゃ怖くて、これ私持ってるけどみたいな。なんかそんなことあるんだと思って、私今回違うやつで来たんですけど、もしね、同じやつで来ちゃったらお揃いで2人で出席することになっちゃってた。危なかった。すごい。あんないっぱいあるドレスからたまたま同じ、ね、そう、めちゃくちゃ種類あるし、なんか別にすごい有名なブランドとかでもない、なんかなんならちょっとノーブランドだよね、あれ。なのに被ってたんですよね。そう、それもなんか腐れになる理由なんですかね。趣味だったりね、好みが一緒とか。でも私と真帆、お互いの彼氏が全然自分のタイプじゃなくて、私たちタイプが正反対だったんですよ。本当になんかこう男の子とかいても、あの人とあの人どっちがかっこいいとかって言って、せーのとかでやると絶対に違う。絶対に違う。会ったことがない。そう。で、お互いの彼氏とかの写真を見せ合っても、私の彼氏の方がかっこよくないみたいな。そう、毎回ね、絶対に好みが違う。そう。んで結構ね、なんかやっぱ腐れんとかってなんか似てる方がいいのかなとか思うけど、私たちって本当にまるっきり正反対で、なのにね、ずっと仲いいから、なんかやっぱ不思議だなって思うし、こうやって幼馴染ってね、もう増えないじゃん、今後は。そうだね。ね、だから、本当に大学までくらいじゃん、やっぱ。だから、大事にしなきゃなって思いますね。本当に。また、真帆の結婚式とかもいつかあるのかなと。その時はね、親友の代表スピーチをさせてもらいます。泣いてよ。絶対に泣いてよ。絶対に泣くよう頑張る。絶対に泣けるよう頑張る。目薬を持ってきてじゃん。ちょっと先にって言ってこうやって入れてから、ポロ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 って。嘘泣きを。ね、おめでとうって。頑張ります。はい、頑張ってください。っていう感じですね。まあ本当に、なんて言うんですかね、こう大人になったなって、やっぱりちっちゃい時とか、その高校とか、学生時代から一緒だった友達で、こうやって時間空けて会うと、どんどんなんか私たちみんな大人になったねってなる瞬間っていうのもまたなんか面白いし、なんかいい時間だなと思います。皆さんにはそんなお友達がいますか？なんか最近連絡取ってないな、けどあの子どうしてるかなとか、もし思う友達がいたら、ぜひぜひこの動画をきっかけに連絡してみてください。はい、ということで、今日の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか？私の友達の真帆なんですけど、ちょっと普段はね、離れているところに住んでいるので、あんまり動画に登場は難しいんですが、これからもね、たまに会った時とかは一緒に動画を撮っていければいいなと思います。イエーイはい、ということで今から私たち気をつけて島根に帰ります。
今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。はい。ということで皆さん、今日は大人気シリーズ、日本人がよく使う口癖パート3です。日本人の会話とか、ポッドキャストとか聞いてるときに、教科書には載ってないけど、なんかよく使う言葉とか、よく聞く言葉ありませんか？それを日本語で口癖っていう風に言います。で、今までですね、たくさんの日本人がよく使う口癖紹介してきたんですが、今日も皆さんに5つシェアしていきたいなと思います。今日皆さんに紹介する口癖は、〇〇さっていうさという言葉と、あとは一旦、一応、〇〇と思う、なんですけど、これ皆さん今聞いてどう思いますか？これって教科書とか辞書とかに載っているような意味とは全く違うような使い方を日本人結構します。この動画を見ていただけたら最後には皆さん自然な日本語に近づくことができるかなと思うので、はい、ぜひぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速一つ目なんですけど、一つ目は〇〇さっていう言葉です。これ皆さん聞いたことありますか？多分、私と舞ちゃんの会話の動画とか見てもらうと、二人ともめっちゃ使ってます。で、これ使い方としては、今日さ、実はこんなことがあってさ、それでさ、仕事しててさ、こう思ったんだけどさ、みたいな風に。これって何回でも出てきます。その一つのフレーズの中で何回でも使えるんですよ。で、じゃあこのさあって何？どんな意味って思うかなと思うんですけど、このさあっていうのには特に意味がありません。そう、これって全く意味がないんですよ。本当話を始める時とか、話を続ける時とか、英語とかだったら you know みたいな感じで、本当に間に入ってくるだけの言葉なんです。なんだけど、これめっちゃ使うんですよ。で、これを確かに日本人はめっちゃ使うんですけど、ハン君とか、日本語が上手な外国の人って全然使わないなっていうイメージがあるので、これぜひぜひ自然な日本語に近づくための第一歩かなと思うので、はい、皆さんちょっと使ってみてください。で、使い方っていうのはもう本当にめっちゃ簡単です。今日さ、こんなことがあってさ、それでさ、こう思ってさ、どう思うみたいな感じで、間になんとかでさ、こうでさ、みたいな風に入れるだけです。で、これもちろん、入れるところが変だと違和感が出ちゃったり、なんか変なところにさが入ってるって、なっちゃうかもしれないんですけど、全然これって間違えても悪い意味になったりすることはないので、ぜひぜひなんかこう友達との会話とかで使ってみてください。やっぱりこう、まず使ってみる。アウトプットすることで、できることもできないことも、自分がこう、しっかりこう、理解して学習を進めることができるので、はい、ぜひ、おしゃべりする機会とかがあれば、はい、なんとかでさーってちょっと使ってみてください。で、ただ一個注意事項があります。これ、目上の方、先輩とか上司とかに、話しかけるときとか、こう、話をするときには、なんとかでさーっていうのは使わないです。これは日本語のタメ口です。なので、同世代、タメ口で話すことができる相手にしか使いません。そこだけ一個注意してください。はいですね。ということで、じゃあ次、早速二つ目に行きましょう。二つ目は、一旦です。一旦ってわかりますか？これもめっちゃよく聞きます。で、意識して使ってないから、私もよくこの動画を編集してると、私とか他にコラボした友達とかもみんなめっちゃこの一旦って使ってるんですよ。で、結構邪魔なのでピッて消しちゃうんですけど、これまずどうやって使うかなんですけど、使い方が2つあります。で1つ目なんですけど、1つ目は正しい意味として使います。この一旦っていうのは、とりあえずとか、あとは一回ここで区切りますみたいな意味を持っているんですが、例えば一旦帰ります。一旦やめよう。一旦考えよう。一旦ここで休憩。みたいな風に、一旦とりあえずみたいな感じで使うんですね。で、じゃあもう一つの意味って何だろうって言ったら、日本人は結構、意味なく使います。一旦
これやっとくみたいな感じで、なんかこう考えながら喋るときに、一旦って言ったりします。とか、あとは、今めっちゃ喉乾いてめっちゃ水飲みたいとか、ご飯食べたいとかっていうときに、友達に、ご飯食べたい、お腹空いた、めっちゃ喉乾いた、なんかお茶飲みたい、みたいな風に言うんじゃなくて、一旦お茶飲もう。一旦ご飯行こうみたいな感じで、なんかこうちょっと会話を和らげながらリクエストするときとかに、一旦ご飯行こうみたいな感じで、この一旦を使ったりします。で、この一旦っていう言葉は、敬語でもタメ口でも関係なく使うことができます。で、ただ、さっきみたいに、友達に、一旦ご飯行こうみたいな感じで、ちょっとふざけて一旦っていう言葉を入れちゃうときは、タメ口だけにしてください。でも、それ以外、この一旦帰ります。一旦やめよう。一旦ここで休憩しましょう。みたいな、今一回ここで区切りましょうとか、今はとりあえずみたいな風に正しい意味で使うときっていうのは敬語で使っても OK です。これ日本人めっちゃ使います。一旦って言葉本当に編集してると毎回大量に出てくるんですよ。なので、本当にこの一旦っていう言葉、なんかこうスムーズに使えるようになると、よりなんか日本人らしい自然な日本語に近づくかなと思います。はい。そしたら次、三つ目なんですけど、三つ目は一応です。で、これ私ちょっと考えてみたんですけど、外国の人が難しいって思う言葉のランキングに入りそうだなっていうくらい曖昧なニュアンスでした。なので今ちょっと一生懸命説明するんですけど、ちょっと難しいかもしれないです。まず、使い方としては、正しい意味としては、念のためとか、もしものためにっていう意味を持っています。なので、雨が降るかわからないけど、一応傘を持っていく。みたいな風に、雨降るかわからない。でも降るかもしれないから、念のため傘を持っていく。っていう時に、一応傘を持っていくっていう風に言います。で、他にも、これ大丈夫かもしれないけど、念のため確認しときたいなって時は、一応確認します。だし、予約しなくてもお店入れそうだけど、まあ、もしものこともあるから念のため予約しとくか。一応予約します。みたいな風に使います。で、これ何が難しいかって言ったら、この一応って、これ以外にも使うんですよ。正しい意味だとさっきみたいに念のため、もしものためにっていう意味があるんですけど、一応って考えながら喋るときにも使います。なんか、みたいな感じで、一応、まあいいんじゃないみたいな感じで、一応、みたいな風に、考えてますよっていう時にもこの言葉を使うことがあります。で、私もこれ知らなかったんですよ。自分が喋っている動画をこうやって編集する中で、私って考えながら一応って言ってることあるなとか、あとはコラボしてくれた人とか、みんなの言葉もそうやって注目していくと、一応っていうその正しい意味以外でも、こう、って考えてる時とかに一応っていう言葉をたくさん使っているなっていうことに気がついて、皆さんにシェアしたいなと思いました。で、ただ、一応って本当に、どうやって使ってるっていうのが簡単に説明できないなと思ったんですね。なので、なんか、みたいな風に考えながら使ってもいいですし、あとは自信がないとき、その自分の考えとか意見とか、あとは自分が作ってきたもの、やってきた仕事とかに自信がないときにも、この一応ってちょっと保険みたいな感じで使うことができるなと思いました。例えば、一応これ作ってきたんですけど、どうですかね見てみてもらっていいですかみたいな風に使うことができたり、あとは、一応私はこう思ったんですけど、皆さんどうですかとか、あとは、一応私このお店がいいなと思ったんですけど、ちょっと見てみてくれませんかみたいな風に、自信がない時、でも私はそう思ったとか、これがいいなと思ったとか、これをやってきたとかっていうものを、誰かに伝えたい時に一応って使うこともできるなと思います。はい。で、実はこの一応ってタメ口でも敬語でも全部使うことができます。今言った、なんていうんですかね、使い方は全部使うことができます。
で、お仕事でも実はこれ多分毎日使ってるかなと思うんですね。なんか、一応確認しますとか、一応メールでも送っておきますとかですね。電話で全部伝えたんだけど、でもそれだけだと不確実だから、一応メールでも同じ内容を送っておきますねとか、そういった風に使います。なので、この一応なんですけど、結構聞きます。多分日本に住んでいる方とか、日本に来たことある方とかだったら、絶対1回は聞いたことあるどころか、多分毎日1回は聞いてるんじゃないのかなっていう風に思うくらいよく使う口癖です。はい。ぜひぜひこれも、使う機会がある方、使ってみてください。はい。ということで次4つ目です。〇〇と思うです。これ日本人めっちゃ使います。日本人の性格的に〇〇だって断言することってあんまりないんですよ。なんかこう断言することってちょっと自信がなかったり、相手を傷つけちゃうかもしれないので、〇〇と思うみたいな風に、ちょっとこう私の考えではこうなんだよみたいな風な伝え方をすることが多いんですね。で、例えば、これ食べてみた。美味しいな。これをじゃあ誰かに振る舞おうってなった時に、これめっちゃ美味しいから、ぜひ食べて。じゃなくて、これ作ってきたんだけど、美味しいと思うから、ぜひ食べてみて。みたいな風に。多分美味しいと思う。みたいな。ちょっと自信がないけど、私は美味しいって思ったから、あなたにも食べてほしいんだよ。みたいな風に使うことがあります。で他にも、この洋服どう可愛くないって言われた時に、めっちゃ可愛いっていう時もあれば、その子が買うかどうか悩んでそうだなって思った時は、私はめっちゃ可愛いと思う。可愛いと思うけどどうみたいな風に、私はこうだけど、あなたが今悩んでる気持ちも知ってるよ。だから、私はこう思う。あなたはどう思うみたいな風に、可愛いと思うってこう気持ちを伝えることもあります。はい。で、これなんでって思うんですけど、やっぱり日本人って言い切らない文化があります。で、少し柔らかく聞こえるような表現を日本人は好んで使うことがあるので、やっぱりこの〇〇と思うっていうのをたくさん使っちゃうのかなと思います。他にもこう仕事をする中で、やっぱりこう仲間同士でしっかり話をしなきゃいけない時もあるじゃないですか。で、そんな時に、あなたはこうだよ。もっとこうしなきゃダメだよって言うと、相手からしたら、なんでそんなこと言われなきゃいけないの私だって頑張ってるのにってなっちゃうかもしれないですよね。なので、日本人って結構私はこう思ったんだけど、何か悩んでることないとか、そんな風に、柔らかく相手の気持ちを考えながら喋ることがあります。なので、これなんか結構ニュアンスみたいなところもあるけど、結構使いやすい言葉かなと思うし、日本語を勉強してる方と話すと結構上手に使えてる方が多いです。ぜひぜひ、これからですね、日本語を話していきたいっていう方、まずは〇〇と思います、みたいな風に喋る方法を練習してみていただけたらいいなと思います。はい。そしたら最後、5つ目なんですけど、最後は、です。うんうんってよく言いますよね。この運ってめっちゃあるんですよ、種類が。これ私も編集してて気づきました。まず例えば、うんですね。これはオッケーって意味です。例えば、どっか行こういいよみたいな感じで返事みたいに使います。で、これはまあよくありますよね。で、二つ目が、うんうん、うんうん。これは話を聞いてますっていう表現です。相槌って日本語では言うんですけど、タメ口ですね。っていうのがタメ口なので、友達同士とかの会話でしか使わないんですが、友達がなんかこう話してる時に、うんうん、うんうん、うんうん、なるほど、みたいな風に、あなたの話聞いてるよっていう、意思表示ですね。っていうので、このうんうんって使います。で、三つ目が、うーん、です。これは悩んでる時とかに使います。どうしようかな。いいと思うんだけど、みたいな風に、って使います。これはもう悩んでる。とにかくどうしよう。どっちがいいかなみたいな時に、って言います。はい。で、4つ目が、です。これは、どういうことなんて言った聞こえなかったみたいな時、聞き返す時とか、いろんな時に使います。何みたいな風に使いますね。で、これ面白いポイントが、なんか日本人は相手の話を聞きながら、うんうん、うん。へえ、なるほど。
そうなんだ。へえ、マジでっていう風に、リアクションをたくさん取るんですよ。で、これ結構外国の人とかからするともしかしたらちょっとびっくりしちゃう。なんかわざとらしいとか、オーバーリアクションに聞こえちゃったりとか、ずーっとうんうんって言ってるので、なんかずっと喋ってるなってなっちゃうかなって思うんですけど、日本ではこの相槌を打つっていうのがちゃんと聞いてますよっていうサインなんですね。なので、じーっとっていう風に聞くことはあんまりないです。授業とかでは、なるほど、くらいちっちゃいリアクションはするんですけど、基本は静かに聞きますね。なんだけど、友達同士との会話とかでは特にやっぱり、うんうん、うん、ああ、そうなんだ、みたいな風に、このリアクションとかを取ります。これはめちゃくちゃ大事です。やっぱり何も言ってくれなかったり、うんうんとか言わず、じーっと見られながら、話を聞かれちゃうと、あれ、話が面白くないのかな、聞いてるかなみたいな風に話しててちょっと不安になっちゃうんですよ。これはどうしても文化が原因かなとも思うんですが、もし今日本のお友達がいる方とか、日本人と会話をしてみたい方とか、あとは日本に今引っ越そうかな、ワーキングホリデーに行こうかなとかっていう方はぜひぜひそのリアクションを取るみたいなところ、ぜひぜひ練習していただきたいなと思います。私も今その日本語で会話をするときのリアクションに使える言葉、フレーズ集みたいなのを動画で一個作ろうかなと思っているので、はい、ぜひちょっとそれも待っていてください。はい、ということで今日は日本人がよく使う口癖パート3ということで、皆さんに5つ紹介していきました。まず1つ目が〇〇さです。これは今日さ、こんなことがあってさ、それでさ、みたいな風に話をつなぐ言葉だったり、言葉と言葉をつなぐ言葉だったりします。で、二つ目が一旦です。これは、とりあえずとか、一旦ここで区切りましょうっていう時にも使います。で、他にもこう考えながら喋る時とかにも一旦っていうのを使ったり、あとは友達と、一旦ご飯行くかみたいな風にちょっとふざけて使ったりすることもあります。で、ふざけて使う以外に関しては、全然こう上司とか先輩とかと話すときにも使って OK です。ただ、ふざけて一旦ご飯行こう、一旦お茶飲もうみたいなときは友達とだけにしてください。で、そしたら次、三つ目なんですけど、三つ目が一応です。これは念のため、もしものため、みたいな風に使います。他にも、自分が作ったものとか、自分がやったこと、自分が思っていること、考えていること、そういったものに自信が持てないときに、一応っていう風に使うことがあります。そしたら次4つ目なんですけど、4つ目は、〇〇と思うです。これは柔らかく意見を相手に伝える表現の仕方です。いいと思う、可愛いと思うみたいな風に、日本人ってどうしても断言する、言い切るっていうことを避ける文化があるので、〇〇と思うみたいな風に、私はこう思うよみたいな風に伝えることがあります。はい。で、5つ目が運です。これは本当にたくさん種類がありましたね。うんっていう返事みたいに使うときもあれば、うんうん、相槌ですね。っていう風に使うこともあります。他にも、うーん、どうだろうっていう風に悩んでるよっていうのを伝えることもできれば、なんてみたいな風に聞き返すこともできます。はい。ということで皆さん、日本人と話していて、この言葉よく聞くけど意味がわからないなとか、なんか教科書にある意味と全然違うような使い方してるなっていうもの、何かありますか？なんかあれば、ぜひぜひコメントでリクエストで送ってください。はい。で、これからもこの口癖シリーズは続けていこうかなと思うので、もし聞きたいエピソードとかあれば、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん、私、誕生日でした。はい。ということですいません。早速なんですけど、今回のトピックですね。私、実は最近誕生日を迎えました。ということで、今日は日本の誕生日の祝い方だったりとか、あとは私が実際に今回どんな誕生日を過ごしたとか、あとは私がもらったプレゼントですね。そういったものをたくさん紹介していけたらいいなと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。
はい、ということで、まず日本の誕生日の祝い方みたいなところの文化なんですけれども、日本って結構誕生日は家族とか友人とか、あとは彼氏とかですね、そういった大事な人と一緒に祝うことが多いです。で、他にもケーキを食べたり、プレゼントを渡したりですね、そういったことをします。とか、ちょっと特別な誕生日とかだと旅行に行ったりだとか、あとはちょっといいところにディナーに行ったりだとか、そういった風にいつもとは違う特別な過ごし方をします。皆さんの国ではいかがですか？なんか誕生日こうやって過ごす文化があるよとか、国によってはもしかしたら誕生日って言ったらこれを着るとかっていう衣装とかもあるかもしれないですね。ぜひぜひあればコメントで教えてください。はいですね。で、私なんですけど、誕生日当日、実はハン君がお仕事でした。なので、ハン君とは過ごせなかったんですけど、よく私のポッドキャストに登場してくれるマイ先生いるじゃないですか。マイちゃんと一緒に過ごしました。で、私たち何したかっていうと、まず一つ目がスポッチャに行きました。スポッチャって前にもマイちゃんとのポッドキャストで実は紹介してたんですけど、ラウンドワンっていうほんとボーリングとかができるような施設があるんですが、そこでスポッチャっていう施設も併設されてることがあるんです。で、そのスポッチャではいろんなスポーツが楽しめます。ボーリングもそうなんですけど、テニス、バドミントン、バレー、バスケットボール、他にもインラインとかゴーカートとか、あとはゲームですね。マリオカートとか、あとはリズムゲームとか、そういったものも全部遊ぶことができます。で、そんなところに行って、舞ちゃんと本当に7時間くらいかな。もうずっと遊びました。で、私たちどっちももともと部活とかも運動部に入っていたので、結構スポーツ女子なんですね。なので私たち7時間ほんとぶっ通しでスポーツずっとやりまくったんですよ。なので誕生日にもうたくさん汗かいて筋肉痛になってみたいなすごい楽しい誕生日をはい、過ごさせてもらいました。で、スポッチャの後ですね、舞ちゃんと一緒にニノニっていう、九州のエリアにある中華の居酒屋さんに行きました。で、そこめっちゃ美味しいんですよ。もう私と舞ちゃん結構毎月のように行ってるんですけど、誕生日何が食べたいってなって、やっぱりいつものニノに行きたいってなって、二人でニノニに行きました。で、そのニノニに行くのも7時間ずーっと運動した後なのに、自転車に乗って20分か30分くらいかけて、ニノニまで行って、そこで二人で乾杯ってしながら美味しい餃子とか中華料理を楽しみました。もうそれもめっちゃ美味しかったんですよ。いつも食べてるお店ではあるんですけど、やっぱり特別な日に食べるってめっちゃ美味しいですよね。で、ニノニの後はもうめっちゃお腹いっぱいだったのに、なんかやっぱ誕生日だし、ケーキは食べたいってなって、舞ちゃんと一緒に2軒目にケーキが食べれるお店に行きました。で、二人でケーキ1個ずつ食べてですね、誕生日祝ってもらいました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。なんか次の日、筋肉痛でほんとベッドから動けなくなっちゃって、私も今までもう20何回誕生日迎えてきたんですけど、こうやって筋肉痛になるくらいはしゃいだ誕生日は初めてだったので、はい、すごいいい思い出になりました。はいですね。で、そしたらですね、今回私、プレゼントをたくさん実はお友達とか、あとはハン君とか家族からもらったんですけど、ちょっと皆さんに紹介していきたいなと思います。はい、それではまず早速なんですけど、まずはハン君からもらったプレゼントから紹介していきたいと思います。はい、ということでちょっと大きいんですけど、今回ハン君からはスーツケースをもらいました。私実はもう10年くらい同じスーツケースを使っていて、で、お気に入りだったし、ずっとまだ壊れてないので、全然問題はないなと思ってたんですけど、ハン君がそのスーツケースを見てて、新しいのを買ってあげようかなと思って買ってくれたみたいです。ちょっとめっちゃ色も可愛いんですよ。こんな感じで、ちょっと大きいですね。水色とオレンジ色のスーツケースです。私、普段結構ピンク色の洋服とかばっかりなんですけど、こんな感じで水色とかオレンジとかのものってあんまり持ってなくて、なので、自分では絶対選ばない色なんですけど、もう見た瞬間もうめちゃくちゃ可愛くて、もうハンクに感謝です。こうやって新しい色とか新しいものに出会うって、やっぱりプレゼントならではの体験かなと思うので、
はい、すごく嬉しかったプレゼントの一つです。こんな感じですね。これからこれを持っていろんなところに行きたいなと思います。はい、そしたら次、まいちゃんからもらったプレゼントなんですけど、まいちゃんからは2つもらいました。まず1つ目が、じゃん、手作りのポーチです。こんな感じで、紐があって、こう、ギュッて縛ると、こうやってポーチになるんですね。こうやって、手作りで編んでくれたみたいで、毛糸ですね。もうめちゃくちゃ可愛くないですか？こんな感じ。はい。ですね。このポーチと、あと、まいちゃんからもらったのが、このモフトのスマホのスタンドです。これ知ってますか？モフトってめちゃくちゃ良くて、私、まいちゃんがずっと使ってたのを見てたので、なんかそれいいなっていうのをずっと言ってたんですよ。で、今回まいちゃんがこれを買ってくれました。これどうやって使うかっていうと、こんな感じでスマホがあるんですけど、スマホにこうペタってくっつけるんですよ。で、こんな感じでペタッとくっつけたら、もうあとはこんな感じで使うことができます。こんな感じで立ててもしっかり使えますし、あとはこんな感じで縦にしても問題なく使えるんですよ。これもうめちゃくちゃ便利で、これから撮影にも使っていこうかなと思います。これのいいところが、こんな感じでスマホの裏につけていても邪魔にならないんです。でもちろん軽いですし、薄いので全然もう問題なくこうやってつけたまま持ち歩きができます。いや、本当にまいちゃんありがとう。ということで、まいちゃんからはこんなポーチと、あとはスマホスタンドをもらいました。そして、私のお友達からなんですけど、お友達からはなんと、じゃーん。こんな感じで、シャンプーのセットをもらったんですね。ちょっと開けていきたいと思います。はい、ということで開きました。中身なんですけど、まず、これですね。これがシャンプーです。で、シャンプーと、あと、コンディショナー。こんな感じですね。コンディショナーと、あとは、お風呂上がった後につけるトリートメントですね。はい。ということで、ちょっと洋服がピンクなので分かりづらいかなと思うんですけど、シャンプーとコンディショナーと、あとはお風呂上がった後に使うトリートメントをもらいました。どうですか？これ、実はリファっていうブランドなんですけど、日本でも結構女の子に人気なブランドの一つで、これ私の憧れの商品の一つだったんですよ。なのでもうこれが届いた時もうめちゃくちゃ嬉しくて、まだちょっと使ってないです。なんかもったいなくて使えないんですけど、特別な日の前日とかにしっかり使ってこう気分上げて、はい、特別な日を迎えれるように使っていきたいなと思います。はい。で、そのお友達なんですけど、実はもう一つプレゼントをくれました。ちょっと写真出すんですけど、こんな感じですね。これ何かわかりますか？これ餃子なんですよ。札幌の有名なお店の餃子らしくて、で、私北海道行ったことなくて、餃子が有名っていうの知らなかったんですけど、そのお友達が北海道の人で、実は。で、北海道で実際に食べて美味しかったお店の餃子を冷凍で送ってくれました。もう一つがめっちゃ大きいです。一粒60グラムあるみたいで、もう食べたら口の中にもうお肉の味が広がる感じ。もうめちゃくちゃ美味しかったです。で、これもハン君と一緒に食べたんですけど、すごい二人とも気に入ったので、もう一回注文しました。さっきのトリートメントと、あとは舞ちゃんからもらったスマホスタンドと、あとこの餃子のお店ですね。全部概要欄に URL 貼っておくので、気になる方とか、ぜひぜひちょっと見てみてください。いや、もうめっちゃ美味しかったです、餃子。もう本当に、もし今日本にいる方とか、もし日本に来る予定があって、しかも宿泊先にキッチンがあるよとかっていう方、ぜひぜひちょっとこの餃子食べてみてほしいなと思います。はい。そして、私のお姉ちゃんからなんですけど、お姉ちゃんからは、じゃんリュックをもらいました。どうですか？めっちゃ可愛い。リュックサックをもらったんですけど、このリュックすごいところがあるんです。実は後ろ、ちょっと見えづらいんですけど、ここにベルトがあるの見えますか？これってスーツケースにこうガシャンってつけることができるんですよ。それこそ私が最近パソコンを使ったお仕事を始めているっていうことを知っていたので、で、しかも私が今これからいろんなところに旅行とかお仕事とかで行きたいなっていう話をしていたので、なんとスーツケースにつけることができるタイプのリュックサックを買ってくれました。
で、後ろ、この背中のところですね。ここにもパソコン入れることができたりだとか、それ以外にも結構このリュック大きくて、薄く見えるんですけど、中にしっかりポケットもあるので、すごく便利に使えています。はい。っていう感じで、お姉ちゃんからはリュックをもらいました。プレゼントをたくさんちょっと紹介させてもらったんですけど、本当にいろんな人からたくさんのプレゼントをもらえて、本当に幸せでした。はい。こんな感じで日本ってプレゼント交換みたいな感じで、誕生日にプレゼントあげる。で、また自分の誕生日にはプレゼントをもらうみたいな感じで、プレゼントをですね、毎年こう渡し合うような文化があります。他にもメッセージでのやり取りも結構するんです。夜12時ぴったり、日付が変わった瞬間に、誕生日おめでとうみたいな感じで、そうそう、メッセージを送るとかもよくあります。前にドライブの動画で一緒に出てくれた真帆いたじゃないですか。私の幼馴染なんですけど、真帆はもう12時ほぼぴったりくらいに、誕生日おめでとうって送ってきてくれて、はい、そういったのもすごい嬉しいですよね。日付が変わった瞬間からメッセージもらって、で、その日一日誰かと過ごして、プレゼントもたくさんもらってって、誕生日って本当に一日自分が主人公になって、幸せに過ごせる一日かなと思うので、はい、今年の誕生日もすごく幸せで楽しく過ごすことができました。はい。で、次の日なんですけど、ハン君がお仕事お休みだったので、はい、ハン君と一緒に過ごすことができました。まず、ハン君と一緒に焼肉を食べに行って、で、ハン君ってもともと料理とか、あとはスイーツ作りとかが大好きなので、私からこのケーキが食べたいっていう風にハン君にリクエストをしてたんですね。そのケーキがミルクレープっていう、クレープの生地にクリーム塗って、またクレープの生地乗せてみたいな風に何層もこう層を作ったケーキなんですけど、ハン君にこれが食べたいってリクエストしてたので作ってくれました。こんな感じです。どうですか？めっちゃ綺麗じゃないですか？で、味も本当に美味しくて、もうこれペロリでした。結構大きいサイズ作ってくれたんですけど、ハン君は多分ワンピースかツーピースくらい食べて、あと全部私が食べました。もうめっちゃ美味しくて、ダイエットとか忘れて、一旦たくさん食べました。はい。ということで、誕生日はですね、舞ちゃんともケーキを食べましたし、ハン君ともケーキを食べて、はい、今年はケーキ2個食べることができました。めっちゃ美味しかったです。はい。で、やっぱりですね、なんか子供の頃の誕生日と大人になった後の誕生日ってちょっと違うなって最近気づいて、子供の頃ってもう誕生日って言ったらケーキ、美味しいご飯、そしてゲームを買ってもらうみたいな、なんかもう自分がやりたい、これが食べたいみたいな、こう欲望に近い一日を過ごしてたんですけど、大人になった時の誕生日って、なんかこう誰かと過ごすみたいな、その誰と過ごすかっていうところにすごくこう自分は特別感を感じていて、もちろんプレゼントもたくさんもらって嬉しいなって思うんですけど、それ以上にやっぱりこの友達と過ごすとか、大事な人と過ごすとか、そういったこう誰と過ごすかみたいなところにこう考えがいくようになったっていうのがなんかすごくこう大人になったなと思いました。最近はもうこうやってプレゼントもらって本当にすごく嬉しいんですけど、それ以上にやっぱりこう一緒に過ごした時間とか思い出とかがずっとずっと残っていくので、やっぱりそういったものが本当に嬉しいなと思うようになりました。なので今年プレゼントもたくさんもらったんですが、舞ちゃんと一緒に遊んだ一日だったり、ハン君と美味しいもの食べてケーキ作ってもらってっていうところで思い出もたくさんできました。皆さんは誕生日どうやって過ごしますか？なんか最近誕生日だったよとか、これから誕生日だよっていう方、どうやって過ごしただったり、どうやって過ごしたいみたいなところをぜひコメントで教えてください。はい。で、日本では結構誕生日に、1年の抱負ですね。私今回7歳になったんですけど、27歳どうやって過ごしたいかみたいな目標をこう考える文化があります。早速私も皆さんに27歳の目標っていうところで、私ですね、まずはやっぱり日本語のコンテンツだけじゃなくて、日本を知ることができたり、なんか日本人のお友達ができたって皆さんが感じられるような、そんなこう皆さんとの距離が近くなるようなコンテンツをもっと作っていきたいなと思っています。で、他にも、ずっと言ってるんですけど、外の撮影を増やしていきたいんですね。で、やっぱり外の撮影って編集とかもすごく大変になっちゃうので、今はなかなか他のことも
やることがたくさんあって、ちょっと手が回らず、外の撮影になかなか行けてないんですけど、やっぱり今年1年どんどんそれを増やしていきたい。で、皆さんに日本語とか日本の文化を私が話して伝えるだけじゃなくて、実際にこう一緒に日本を旅行しているような気分になれる動画をこうどんどんお届けして、日本のリアルみたいなのを一緒に見ていけたらいいなと思っています。そして、なんといってもメンバーシップをスタートしたい。やっぱりメンバーシップスタートできたら、皆さんとこうやって動画を通してではなくて、なんかこうオンラインでつながって皆さんとこう直接お話しできるタイミングとか機会ができるんじゃないかなと思っています。なので、ちょっとそこに向けて今しっかり準備をしているところです。で、他にもやっぱりこうまだ YouTube の登録者とかだったり、そういったところもまだまだ頑張っていかなきゃいけないところなので、ぜひぜひこれ見てる方応援してるよとか、もっとこんなコンテンツが見たい、楽しみっていう風に思っていただける方、ぜひぜひ登録だったり、いいねだったり、あとはですね、通知とかもオンにしていただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、今日はちょっと私のお話になっちゃったんですけど、最近誕生日を迎えたということで、こんな風に過ごしたよとか、こんなプレゼントもらったよっていうのを皆さんにシェアさせていただきました。いかがでしたでしょうか？もう本当に、伝わったかなと思うんですけど、もうめちゃくちゃ幸せな誕生日を過ごさせてもらいました。そうやって皆さんにもらったパワーをですね、これからの自分のこういった YouTube の発信とかの活動のパワーに変えていけるように頑張っていきたいなと思います。皆さんの国では誕生日どうやって祝いますか？特別な祝い方とか特別な文化があったり、あとは私はこういう誕生日を迎えたいみたいなことあればぜひぜひコメントで教えてください。他にも最近誕生日だったよっていう方いらっしゃいますか？もしいらっしゃったら、コメントで送ってください。私からおめでとうっていうメッセージを送らせてもらいます。ぜひですね、一番嬉しかった誕生日プレゼントとか、あとは今までで一番嬉しかった誕生日の過ごし方とか、そういったのも皆さんの思い出だったり教えてもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで今日のテーマなんですけど、今日は日本の結婚式について皆さんにお話ししていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、私実はこの前、友達の結婚式に出席してきました。今日はですね、その時の話をしながら、日本の結婚式の文化について皆さんに紹介していきたいなと思います。まずちょっと感想からなんですけど、もう本当に感動しました。もう涙が止まらなかったです。いや、本当に高校の時代の友達だったんですけど、高校生の時、大学生の時、社会人になってからもつながっていた大切な友達の結婚式でした。本当に綺麗でした。ドレス姿も本当に綺麗で、入場した時からもう涙がポロポロ止まらなかったです。で、新郎新婦って言って、旦那さんと奥様。で、新郎新婦。すごく綺麗でした。で、本当に幸せそうで、私まで幸せな気持ちになりました。で、久しぶりにそこで会う友達もたくさんいて、今何してるのとか、高校の時はこうだったよねとかっていう話、もうすごく盛り上がって楽しかったです。で、やっぱりこの結婚おめでとうってみんなでお祝いできる時間って本当に素敵だなと思いました。改めて本当に結婚式に出席することができてよかったです。はい、幸せをお裾分けしてもらいました。お裾分けって皆さん知ってますか？お裾分けっていうのが自分が持っているものを誰かにこれじゃああげるどうぞってちょっとだけ分けてあげることですね。幸せをお裾分けしてもらって私まで一緒に幸せな気持ちになることができました。で、日本の結婚式ってどんな流れかなっていうとこなんですけど、まず簡単に紹介すると、まず最初に受付をします。で、ご祝儀って言ってお祝いのお金を包んだ封筒を渡します。こんな感じのすごい可愛いタイプがたくさんあって、私も今回ちょっとすごく可愛いタイプのご祝儀袋でお金を渡したんですけど、こういったものを渡します。で、そしたら次、席に案内されるので、席に入って、で、新郎新婦が入場する。で、まず、
結婚式自体が終わります。で、その後は披露宴って言って、みんなでこう食事を楽しみながら、会話を楽しみながら、で、たまにこう、新郎新婦が主催したゲームをしたりとか、友達とか家族がスピーチしたりとか、両親へのお手紙を読んだりとか、っていう風な、そのいろんな催し物がある披露宴っていうものが行われます。で、そこではですね、新郎新婦がみんなの一番前に座ってくれるので、二人の幸せそうな姿を見ながら、食事を楽しんだり、会話を楽しんだりすることができます。はい。で、最後、新郎新婦が、退場して、お見送りをしてっていう風にして終わります。で、本当に最後のこう、両親への手紙とかって毎回泣きそうになります。私が育てたわけではないんですけど、なんか勝手にめっちゃ感動してしまって、もう今回も涙だらだら流しながら、はい、大泣きでした。はいですね。で、日本ならではの文化だなって思うのが、このご祝儀です。で、ご祝儀っていうのが結婚のお祝いとして渡すお金のことで、日本では結婚をしましたって聞いた時に、プレゼントではなくて、お金を包むことが多いんです。で、金額は関係性とかによって違うんですけど、友達ならだいたい3万円くらいが一般的って言われています。で、なんで3万円なんだろうって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、実は偶数って言って、2、4、6、8みたいな数字なんですけど、これは2で割ることができますね。で、この割れるっていうイメージがあんまり良くないとされています。なので、奇数1、3、5みたいな感じで2で割ることができない数字を日本では縁起がいいっていうふうに考えることがあります。なので、そういったところで3万円を包むようになっています。で、ご祝儀袋も特別です。3万円をそのまま入って渡すことはないんです。専用のご祝儀袋に入れて渡します。で、水引きって皆さん知ってますか？ちょっともう一回出しますね。こんな感じでご祝儀袋があるんですけど、真ん中にリボンがありますよね。これを水引きっていう風に言います。この飾りがついてて、結婚式用は一度結ぶとほどけない結び方になっています。二人がずっと一緒にいられますようにっていう思いを込めて、この一度結ぶとほどけない結び方で結ばれた水引きを使ったご祝儀袋でお金を渡します。実は結婚式って、料理を楽しみにしている人もたくさんいます。今回もですね、コース料理がめちゃくちゃ美味しくて、デザートまでゆっくり楽しむことができるんですけど、もうどれも本当に美味しくて、ああ、今日は特別な日なんだなって心だけじゃなくて、この味覚、口でも感じることができる時間でした。で、ちなみに日本の結婚式では服装にもルールがあります。参加する人は少しちょっとフォーマルな洋服を着るんですね。女性ならワンピースとかドレス。で、男性ならスーツが一般的です。で、新婦よりも目立ちすぎない服装を選ぶことが必要です。他にも真っ白な衣装っていうのは新婦と新郎が着る洋服なので、白は避けて、まあそれこそピンクとか黄色とかグレーとか黒とか、そういった洋服を着ます。で他にも露出って言って肌が出る部分をなるべく少なくします。なので、もちろん、腕が出てるキャミソールタイプとかでも大丈夫なんですけど、ズボンとかスカートがミニにならないように、しっかり足首くらいまで隠れるものを着ることが多いです。そして、日本の結婚式では、二次会って言って、その結婚式の後とか飲み会の後とかにもう一軒行きましょうみたいな感じで、二次会をする文化があるんですけど、この結婚式にも二次会があります。日本の結婚式、大体二次会があるんですけど、もうみんなで友達中心に集まってパーティーをします。もうもちろん写真撮ったりゲームしたりもするんですけど、新郎新婦とそれぞれちょっとゆっくり話をします。で、披露宴よりもすごくカジュアルな雰囲気になるので、とっても盛り上がります。今回私たちは、新婦側の友人を集めて、一つの会場を借りて、で、そこでみんなで二次会をしました。でみんなで焼き鳥とか食べながらおしゃべりしたんですけども、めっちゃ楽しかったです。昔こうだったのにまさか結婚するなんて、とか、あの時はみんなで制服着て過ごしてたのに、今日ドレス着てて本当に綺麗だったよ、とか、そんなお話をしました。
皆さんの国ではどうですか？なんかプレゼントを渡したり、お金を渡したり、国によって文化が違うかなと思います。ぜひぜひ皆さんの国の文化だったり、結婚式のお祝いの仕方とかあればぜひぜひコメントで教えてください。ちょっと皆さんの国の文化聞けるの楽しみに待ってます。はいですね。で、今回私が思ったことなんですけど、参加して、やっぱ結婚式って新郎新婦だけじゃなくて、家族だったり、友達だったり、本当にみんなが幸せになれる時間だったなと思いました。で、久しぶりに友達にも会えて、たくさん話して、たくさん笑って、そして最後はね、ちょっと少し感動して泣いて、みたいなこともあったんですけど、本当に素敵な一日を過ごすことができました。皆さん、最近なんかこう、久しぶりに会った友達とかっていましたか？なんかぜひぜひね、最近会ってないけど、あの子どうしてるかなとか思うことがあれば、一度メッセージしてみるのもいいかもしれません。はい。ということで、今日は日本の結婚式についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？まとめなんですけど、今回私は友達の結婚式に参加してきました。でも本当にとっても感動しました。涙がもう止まらなかったですし、やっぱり高校の時にみんなで制服着て、朝から一緒に授業を受けて、お昼はみんなでお弁当を食べてってやってた友達が大人になって、ウェディングドレスを着て、このバージンロードを歩いている姿って本当にいろんな思い出が蘇って感慨深い瞬間だなと思いました。で、日本の結婚式にはご祝儀っていう文化があります。他にも、この披露宴があったりとか、二次会があったりとか、そういった風に結婚式だけじゃなくて、長く楽しむような文化があります。他にもですね、参加する時の服装なんかにもルールがたくさんあったりします。皆さんの国の結婚式はどんな雰囲気ですか？なんか伝統的なね、衣装を着る国とかもあるみたいで、たまに YouTube とかで見るんですけど、めっちゃ綺麗だなと思って見てます。日本の結婚式で驚いたとか、参加してみたいなって思った方もいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日のエピソードは以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい。ということで、今日なんですけど、私実は今度沖縄に行きます。イエーイ沖縄って皆さん聞いたことありますか？日本のここにあります。はい、ということで沖縄なんですけど、今回ですね、いつも動画に登場してくれている舞先生、舞ちゃんと一緒に沖縄に行きます。めっちゃ楽しみです。沖縄皆さん行ったこととかありますか？もし行ったことあるよっていう方いたらコメントで教えてください。で、私今回旅行で沖縄に行くのは人生2回目になります。めっちゃ楽しみ。1回目は旅行で行った時、なんと台風とかぶってしまって、もちろん楽しかったんですけど、あんまりたくさんのことはできなかったんですよ。なので、今回はですね、舞ちゃんと行くの、1週間くらい行くんですけど、ぜひ晴れた沖縄を楽しみたいなということで、もう今からワクワクしてます。もう準備も頑張らなきゃですね。で、今回じゃあ舞ちゃんと何しに沖縄に行くのっていうとこなんですが、実は舞ちゃんと一緒にワーケーションしに行きます。ワーケーションって皆さん聞いたことありますか？このワーケーションっていうのは、ワーク×バケーションです。仕事をしながら、でも旅行も楽しむことができるような働き方で、バケーションなんで、ちょっと休みみたいな感じなんですけど、私たちって今、パソコンがあればできるお仕事をしているので、場所はどこでもできるようなお仕事なんですよ。なので、パソコン1台持って、自分が旅行に行きたい場所に行って、そこで仕事をする。で、夜とか、あとは1日くらい休みを作って、その日は、しっかり遊ぶ、旅行する、観光する、みたいな、そういったお仕事の仕方をワーケーションっていう風に言います。で、私、まだワーケーションしたことなくて、今回が初なんです。はい、もうめっちゃワクワクしてます。もちろんちょっと毎日やることはたくさんあるので、しっかりお仕事頑張って、夜は美味しいもの食べるとか、なんとかめちゃくちゃお仕事頑張って、1日くらいは、丸々お休みをとって、しっかり舞ちゃんと沖縄観光をしたいなと思っています。で、まず沖縄ってどんな場所っていうふうに思う方いらっしゃるかなと思うんですけど、沖縄は日本の一番南にある
県になります。沖縄県ですね。で、本州って言って日本の一番大きい部分と違って、沖縄って、文化とか歴史ももちろん違いますし、あとは気候って言ってその土地が、どんな天気が多いかとかっていうのが全然違うんですけど、沖縄は本州と気候が違うんですよ。なので、そういったところで、そこにある野菜とか植物も違いますし、あとは海もですね、実は取れるお魚が全然違ったりします。で、沖縄って島なので、海がめちゃくちゃ綺麗で、リゾート地としても有名です。で、海外から旅行に来る方もたくさんいるようなエリアで、日本からも海外からもすごく人気なリゾート地になります。で、のんびりした雰囲気があるっていうことで、時間がゆっくり流れてるような感じがするみたいです。で、私は沖縄の人じゃないので、わかんないんですけど、よく言うのが、沖縄の人はちょっと時間にルーズとかっていう風に言います。なんかバスの時間とかもそうだし、例えば、じゃあ今日1時集合ねって言ったら、私ってだいたい12時55分には到着するように行くんですけど、沖縄の人はなんか1時15分くらいに着いちゃうとかっていうのをよく聞きます。本当なのかな、ちょっと噂なのかわかんないんですけど、本当にのんびりした雰囲気があるような場所っていう風に日本でも有名です。で、やっぱり沖縄で楽しみなことって言ったら、もうまず一つ目は、綺麗な海を見たいです。沖縄のエメラルドブルーで白い砂浜があって、そんな海を見たいなっていう風に思っています。で、できれば天気が良かったらサンセットとかも見たいなっていう風に思っています。で、あとはやっぱり沖縄グルメを楽しみたい。本州と全然食材が違うっていう風に言ったんですけど、お魚とかも楽しみだし、アグー豚って言って豚が有名みたいなんですね。なので、そういったしゃぶしゃぶとかも食べたいなって思ってます。はい。で、あとは、やっぱり、沖縄ってアメリカンな雰囲気があるような場所なんですけど、そういった沖縄ならではのお店に行きたいなと思っています。はい。で、やっぱりでも私食べることがすごく大好きなので、沖縄グルメがとにかく楽しみなんですよ。沖縄といえば、沖縄そば。こんな感じです。とか、あとはゴーヤチャンプルーとか、タコライスとか、サーターアンダギーとか、ブルーシールアイス。これアイスですね。全部食べたいです。もう絶対全部食べてきます。はい。で、今回は沖縄、ワーケーションで行くので、しっかり動画も回してこようかなと思ってます。沖縄、まいちゃんとちょっと一緒にいろんなところに行きたいなと思っているので、ところどころでしっかり動画回して、皆さんにも、沖縄の雰囲気だったり、沖縄の楽しい過ごし方みたいなところ、一緒にシェアしていけたらいいなと思っています。で、実は沖縄で私とまいちゃんだけじゃなくて、他にも2人お友達に会う予定です。なので、その2人とも集合して、できればちょっと4人で動画を撮ったりなんかもできたらいいなと思っています。ぜひぜひちょっと楽しみに待っていてください。で、まいちゃんですね。まい先生。もういっつも一緒にいるんですよ。で、まいちゃんとはこう、動画も一緒に撮れますし、普段も一緒に遊んだりとか一緒に仕事したりとかしてるんですけど、実は2人で旅行に行くのは初めてなんです。そうそう、実はまいちゃんと前の仕事が一緒で、一緒に車でこう観光地を回ったりとかっていうのは仕事を通してはやったことがあったんだけど、一緒にこう旅行に行くみたいなことは初めてなので、正直めっちゃ楽しみです。2人でちょっといろんな場所回って、で、いろんな動画撮ってっていう風にしていきたいなと思ってます。で、やっぱり旅行ってワクワクしますね。今まだ準備しかしてないんですけど、もうすでにめっちゃ楽しみなんですよ。もう、どこ行こうかな、何食べようかなもそうですし、何着ていこうかなとか、どんな服装で、どんな髪型とか、どんなメイクしようかなとか、そういったのももうめちゃくちゃ楽しみです。やっぱり旅行って前も言ったんですけど、旅行に行く時間だけが楽しいんじゃなくて、旅行に行く前も旅行に行った後、あれが楽しかったねって話す時間も全部含めてが旅行の楽しみかなと思っているので、はい、しっかり楽しんできます。皆さん、沖縄行ったことありますか？行ったことある方いたら、ぜひなんか美味しかったお店とかコメントで教えてください。他にもなんか行ってみたい場所とかあればコメントで教えてくれたら嬉しいなと思います。
はい。で、旅行の様子は、YouTube とかでしっかりシェアしたいなと思っているので、楽しみに待っていてください。沖縄の綺麗な景色とか、日本ならではの文化だったり、あとはリアルな日本語みたいなところもしっかりたくさん届けていきたいなと思っています。はい。それでは今日の動画は以上になります。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは、はるかです。まいです。はい、ということで今日もまた早速まいちゃんと一緒にコラボ動画を踊っていきます。出過ぎじゃない私、大丈夫？ね、もう本当に毎月まいちゃんがコラボしてくれてるような状態で、嬉しい。もうみんなまいちゃん覚えてくれたんじゃないかなと思います。覚えてください。はい。いつも登場してるまい先生です。お願いします。お願いします。で、今日なんですけど、なんとこの動画の最後にまいちゃんのレッスンのお得な情報を皆さんにシェアします。はい、ということでぜひ最後まで楽しんでいてください。で、今日の動画なんですけど、今日はまいちゃんとフリートークということで、夏何するとか、私最近誕生日だったんですけど、そんなお話をしてます。ぜひぜひ聞いてみてください。それでは行ってみましょう。はるちゃん最近誕生日だったやん。そうなんですよ。いや、お祝いありがとうございました。いやいや、全然何したんですか？ね、誕生日当日はね、まいちゃんとまいちゃんと一緒にスポッチャ行ってね、めっちゃ遊んだね。遊んだね、めっちゃ遊んだ。スポッチャってラウンドワンっていうところにある、そのいろんな競技が楽しめるアミューズメントパークみたいなとこなんだけど、ね、そこで本当に8時間くらい、じゃあもうちょっと少ないか。7時間ぶっ通し ?7 時間ぶっ通しか。で、もう遊びまくって、全身バキバキの筋肉痛。本当に、次の日やばかったよね。やばかったよね。動けなくてさ、痛すぎて。ベッドから起きるのめっちゃ嫌だった。そう、パソコン重っみたいな。わかるわかる。やばかった。やばかったね。だってさ、あれだよね、バドミントンとか、テニスとかも結構、ガチガチにしたし、バッティング。だからあとピッチングもしたでしょ。で、バレーもしたでしょ。そうだね。バスケもした。で、なんか、インラインみたいなやつもしたし、ゴーカートもやったし、普通にゲームもいろいろやったし、そうやったし、すごかったよね。そうだよね。まあ、そりゃ疲れるよね。はい。もう汗だくでね。本当に。しかもあれだよね。わざわざ着替え持ってってさ、汗かいてもいいよね。そう、もっと学生みたいな遊び方して。そうそうそう。ね、めっちゃ楽しかった。めっちゃいい誕生日になりました。よかったです。で、そうだね。で、夜は2人で飲みに行ってね。もうめっちゃ汗かいて、めっちゃお腹空いてさ。そう。で、私たち、ニノニってね、福岡のチェーン店の居酒屋の、お気に入りのね。ね、があって、行きたいからって言って、チャリで20分くらいかけて行って。そうだ、チャリで行ったわ。やばくない？スポッチャからね。元気すぎるんだよね。元気すぎる。7時間運動した後に、チャリで20分かけて行って、ちょっと待ったよね、しかも。そう、30分、1時間くらい。待って、で、やっと入れたと思ったら、もういっぱい注文して一気に食べて。そう。だから、乾杯したけど、飲まずにずっと食べたよね。そうだね。ずっと食べてた。そうだった。もうしかもさ、食べた後さ、あれだよね。デザート食べにさ、また2軒目みたいな行ったよね。2軒目行ってケーキ食べに行った。食べ過ぎだよね。だって、こんな食べれるかってくらい二の二で食べて。そう。もうお腹いっぱいだよね。で、次どうする？ね、甘いの食べたい。しかも私ちょっともう最後苦しかったし、ケーキ。チーズケーキね。そう、もう重いかもみたいな。そう。そんな感じでね、すごいいい誕生日に。すごかったね。もうだって、昼の12時、お昼ご飯も一緒に食べてるから。そうだよ、オムライス食べた。そうだよ。ね。だから12時から夜、それこそ終電ぐらいまでいたよね。そう、だから夜も12時くらいまで。ずっと一緒にいんの。学生若いよね、遊び方が。本当にそう。楽しかったね、でもね。めっちゃ楽しかった。ね、やっぱああやってね、たまには体動かして遊びたいよね。いやー、そう、本当に。でも誕生日そんな感じで、プレゼントとかは何もらったの？プレゼントは、ハン君、その彼氏のハン君からはスーツケースをもらって、そう、なんか別にスーツケースをハン君に欲しいとか言ってなかったんだけど、私がそのスーツケース10年くらいずっと同じやつを使ってるっていう話は前、もうほんとめっちゃ前にしてて、だからなんか多分それを覚えててくれて、で今回めっちゃ可愛いね、なんか水色とオレンジのなんか可愛いスーツケースをそうプレゼントしてもらった。めっちゃいいじゃん。しかもさ、あれだよね、なんか覚えててくれてるのも嬉しくない？嬉しいよねっていうのをさ、そう、ずっと使ってるって言ってたよねみたいな感じで、そうプレゼントもらって、
あとは友達からリファっていう、ね、ちょっと概要欄にリンク貼っときますね。とかのね、あれだよね。そうそう。なんか女の子がめっちゃ好きなブランドがあって、でそれのシャンプーとトリートメントと、あとはお風呂上がってからつけるトリートメントのセットみたいなやつと、めっちゃいいじゃん。そうやばいよね、ああいうの女子力が上がる。確かにね。そういう女子力グッズとか、あとは冷凍の餃子。そう、なんか札幌の有名なお店の餃子らしくて、で私、北海道ももちろん行ったことないから知らなかったんだけど、はるちゃん北海道行ったことないの？行ったことないよ。ない。そうなの？そう、私北はあれ東京止まりだから、東京より上行ったことない。人生損してるわ。いやマジで東北めっちゃいいし、北海道もめっちゃいいよ。そっか、舞ちゃんはさ関東だからさ、元が。そうそう、近いんだよね、どっちも別に。そうだよね。自分のお父さん側のおじいちゃんの家が岩手なのよ。だからよくスキーとかしに行ってたから。めっちゃいいじゃん。そう、東北は結構好きなんだよね。行きたいんだよね。北海道行こうよ、一緒に。行きたい。行こう行こうだって私やっぱ島根県だから、中四国はめっちゃ行く。で関西もめっちゃ行くけど、そうだね、島根からまず行きやすいところが中四国関西くらいまで、そっから上はもうねなかなか行けないんだよ。そうだよね、しかもさ東京にいればさ、その飛行機とかもいろんなとこに出てたり、新幹線もこうやって行けるけどさ、大阪とかその辺だと乗り換えとか必要だったりするよね、多分上の方に行くってなったら、ちょっとめんどくさいかもね。そうだからまだ全然行ったことないからね、行きたいんだよね。そうでもその北海道の餃子をもらってまだ食べてないんだけど、ちょっとそれも今度食べてみようかなって。北海道ってあんま餃子有名なイメージないけどね。そうだよね、やっぱ宇都宮とか、それこそ福岡とかね、鉄鍋餃子とか、餃子が有名なエリアってあるじゃん。だから北海道かって思ったけど、その友達も北海道の人だし、なんかそれで実際に食べて美味しくておすすめだからあげるって言ってくれて、そう嬉しい。めっちゃ地元の人が言うのは絶対外れないよね。そうわかる、そういうのが一番美味しいから。であとお姉ちゃんからはリュックサック。そういいね。なんか私がもともと最近そのパソコン使った仕事を始めてるっていうのを知ってるから、パソコン持ち歩けるように、でしかもそのいろんなところに行けるような働き方だから、そのスーツケースにこうつけることができるリュックを買ってくれて、そうだからそのこんな感じガチャンってつける感じ。ガチャンってつけるんだ。そう取っ手のところに。そう面白いね。そんなやつをね買ってくれたの。めっちゃいいじゃん。じゃあ一緒にこうやってセットで使ってね。そうだね。だからもう旅行セットが完成した。最高じゃない？早く旅行行きたいね。そう。で私たちさ今度さ沖縄にワーケーション行くじゃん。そうだ。そう沖縄に舞ちゃんと一緒にワーケーションって言ってワーク×バケーションっていう働きながら旅行も楽しむみたいな働き方をしにちょっと沖縄に一緒に行くんですけど、ちょっとその時にね持っていこうかな。そのセットで来る？そうしようかな。来て、それで。本当？じゃあそれで行く。見たいもん。ね、ちょっと自慢するわ。こんな感じで来ました。いいね。そうなんだ。そうね、沖縄楽しみだね。楽しみだよね。ワーケーション初めてか？初めてかも。初めて？お互いじゃあ初めて。初めてかもしれない。もう本当にね、あとちょっとで行くから、めっちゃ楽しみで。楽しみ。早く行きたい。ね、沖縄って行ったことある？沖縄ね、高校の修学旅行で1回行っただけかな。めっちゃいいな。修学旅行か。うわ。はるちゃんは？私は社会人になった時に、1回会社のメンバーで、みんなで行こうってなったけど、台風がかぶってたっていうのもあるし、那覇の空港から、そのクライアントさんのホテルだけ行ったの。そうなんだ。だからもう1泊2日で、短い。そう昼過ぎ2時くらいに着いて、でホテル行って泊まって、でまた次の日のお昼過ぎくらいの飛行機に乗るだけだから、もう本当に何もしてない。そっか。でそれはちょっともったいないね、せっかく沖縄行ったのにね。でしょ？で朝昼夜全部ホテルでご飯食べたから、もう本当に沖縄に行ったって言っちゃいけないくらい。確かに1ってカウントしちゃいけないよね、あんまり。そうだからね、結構楽しみ今回。そっか。じゃああれだね、やりたいこととかさ、行きたい場所とか食べたいものとかリストアップしていかなきゃね。そうなんだけど、私あんまり夏が得意じゃないというか、暑いのが嫌いだよね、はるちゃん。私冬が好きだから。
だからねちょっとねドキドキはしてるんだけど、それこそなんかまあ車とかで、なんか沖縄せっかくなら那覇以外も行ってみたいなっていうのもあるし、食べたいものもあって、私A&W っていうハンバーガー屋さんに行きたくて、そうなんかチェーン店なんだけど、それこそ日本の本土にはなくて沖縄とかにしかない日本の中。そうなんだ。そうだからねなんかそこのそのハンバーガー屋さんは行きたいなっていうのと、あと沖縄って何が有名なんだろう。いろいろあるけどね、なんか沖縄そばとかさ。あ、確かに。沖縄そば食べたい。沖縄そば食べたい。食べたことない？ない。私一回、高校の修学旅行で、まあ有名だからさ、食べてみたんだけど、あれ味がちょっと薄いんだよね。そうなんだ。優しい味してるのよ。そんな感じなんだ。だから、あんまり美味しさがわかんなかった。やっぱまだ、高校生とかだとさ、がっつりしたものが食べたい時期じゃん。確かに。そうそう。だから、あんまり美味しさわかんなくて、多分今だったら美味しいって思うんじゃないかなって思うから食べたいかも。確かに。いや、そういう優しい味ってさ、だんだんその良さ分かってきたよね。そうなの。ね、私もなんかこの2年くらいかな。わかる。なんか、体に染みる味ってこんな感じなんだ、みたいな。でもさ、年取ったなって思うよね。思うよね。だってさ、今まではさ、唐揚げとかさ、ラーメンもさ、なんか豚骨とかさ、ハンバーグとかだったのに、最近うどんとかしかもさ、ハンバーグとか食べるんでもさ、サラダもちょっとみたいな。そう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 、ちょっと箸休め欲しいみたいな。葉っぱがないと食べれないみたいな。わかるわかる。そうなんだよね。味噌汁って美味しいってなってきたもん。そう、前までは丼だけでよかったんだよね。カツ丼とかさ。でも、ちょっと汁物欲しいかもみたいな。ね、今。わかるわ。なんだろうね、これ。こうやって変わっていくんだね。いや、ほんと。だから味覚多分変わってるから、前はあんまり、ゴーヤチャンプルとかもさ、有名じゃない？いや、嫌いなんだ、その顔。ちょっと苦いのが。いや、私も、あんまり苦いの好きじゃなかったけど、多分今食べたら美味しいと思う。ゴーヤか。ダメ？ちょっとハードルわかんない。でも、最後にゴーヤ食べたのも、多分中学校くらいで、もう苦すぎて、食べれないってなったけど、大人になってからは一口も食べてないから。トラウマがね、あるからね。一回でも挑戦してみる価値はあるよね。そうだよ。だしさ、なんか、その土地で有名な食材とかって、その土地では美味しいけど、他のところではちょっと美味しくないとか、海鮮とかもよくあるじゃん。もしかしたら、だからそこで食べたら美味しいかもしれないよ。確かに。まあ、一口食べてみる。全然乗り気じゃない。ちょっと一口食べてみてから決める。そうだね、そうだね。そうだね。あとは、ブルーシールだっけ？アイスね。そう。あれもね、なんか沖縄といえばじゃん？そうだね。あれも確かに。そう、だから、ブルーシールも行ってみたい。なんか、たまにコンビニとかスーパーで、カップに入ったやつ売ってるんだけど、あるね。バニラとか、クッキー&クリームとか。違いますね。だよね。違います。絶対沖縄は。味がね、あるね。なんだっけな。塩チンスコー味？チンスコー有名なの知ってるでしょ？塩チンスコーの味のアイスなよね。めっちゃ美味しそう。ちょっと塩っぽい感じの味だったり、あと紫芋タルトとかも有名じゃん。紫芋味のアイスもあるし、確か。そういうのがあった気がする。めっちゃいいね。そういうの食べたい。食べたいね。暑いしね、せっかくならそういうの。いやでもちょっとデザート枠だったらちょっと忘れちゃいけないのがあります。何サーターアンダギー。出た揚げドーナツ。そう。揚げたドーナツでしょ。あれね、美味しいんだよ。美味しいんだ。なんかさ、美味しいよ。揚げたドーナツだからわざわざ食べるって。ただのドーナツだと思ってるでしょ、今。ダメだね。ダメだ。ダメ。食べた方がいい。食べた方がいい。じゃあ絶対食べさせるよ。期待しとくわ。でもちょっと楽しみ。自分だったら絶対食べないからね。そういうのが楽しくない。やっぱ人と行くとさ、そんなの食べるのとかさ、なんかそんなとこ行くのみたいなところがさ、一緒に行けたりするじゃん。面白いよね。ちょっとじゃあそれは食べましょう。あと、あれかな、パイナップル。確かに南国って感じだよね。なんか沖縄結構パイナップルのイメージがあるかな。そうね。あとはね、なんかあれ食べたことないんだよね。海ぶどう？プチプチしてるやつ？そう。食べたことある？一回食べたことある気がするけど、それもさっきの話と一緒であんまり好きじゃなかったんだよ。前は。そうなんだ。食感も好きじゃなかったし、味も好きじゃなかったけど、その時はまだお酒を飲む年齢じゃなかったんだよね。だからあれってなんかお酒と一緒に食べると美味しいみたいな聞いたことあるから、イメージある。もしかしたらそれで食べたらいいかもしれない。確かに。いや、そうだね。なんかそこら辺もね、なんか挑戦したいな。そうね。いろいろせっかく行くからさ、まあ食わず嫌いあんませずにさ、食べてみたいよね、いろんなもの。あと、まいちゃんなんかさ、しゃぶしゃぶ食べたいって言ってなかった？そう。ねえ。忘れてた。
アグーなんだっ豚け。そうそうそう、アグー豚。そう。アグー豚のしゃぶしゃぶが、結構さ、YouTube とかで Vlog 上げてる人が、沖縄に行ったりしてるやつを見るんだけど、アグー豚のしゃぶしゃぶが美味しいって言ってる人が結構いて、何それって思って、知らなかったけど、美味しいらしいよ。ちょっと気になるんだけど。ピックアップしてるから。すごいね。いや、すごいわ。絶対行こう。あとさ、なんだっけ、ポータマのおにぎりなんか、ポークと卵？あ、そう、なんかスパムみたいな。好きそう、はるちゃん。絶対美味しいと思うよね、それ。なんか、おにぎりってさ、普通三角とかだけど、おにぎらずってあるじゃん。あるね。あんな感じで、なんかこう、おにぎらずっていうのが、握らないおにぎりのこと？なんか挟んである感じだよね。そうそうそう。サンドイッチみたいにこう、畳むっていうか。海苔にご飯乗せて、具材乗せたら、こう、ペタンって畳むだけみたいなやつがあって、それの、なんか、形なんだけど、ポータマのおにぎりっていうのがあって、ちょっと写真こんな感じで出しておきますね。こんな感じのやつをなんか食べれるみたいな、なんか沖縄の有名なものなのかな。そう、なんか結構インスタとか見てたら出てきて。そうなんだ、知らないかも。なんかね、ちょっとそういうのも気になってはいる。ポータマ、あれだよね、さ、なんだっけ、スパムも有名じゃない？確かに確かに。スパムとか、あとラフテー。ラフテー。豚肉有名なのかな？確かにアグー豚も。そうそうそう。そうなのかもしれない。かな？ね、ちょっといろいろ調べてね、いろんなことしたいよね。そうだね。あと、もう一個行きたいのが私、沖縄のスーパー行ってみたくて。地元の人が使うようなとこって楽しいよね。そうそう。なんかさ、それこそ、まあ今福岡住んでるけど、私たちが、今からじゃあ広島のスーパーに行きましょうって言っても、そんなに違いはないと思うんだけど。そうだね。なんだけど沖縄ってもう気候が違うから、食材も違うんじゃないかなっていう、確かにお魚とかも違いそうだし、違いそうだね。フルーツとか野菜とかもちょっとさ、変なサイズが売ってたりとかさ、色がちょっと違ったりとかしそうだよね。だからなんかそこら辺がちょっと気になってて、沖縄のスーパーは行きたいかな。面白いかもしれないね。海外とかもだけどさ、スーパーって面白いじゃん。面白い。ほんとなんか観光地だけではわかんない、その土地の特徴とかが見えてくるよね。結構リアルじゃん。行こう行こう。そう、行きたいよね。だから沖縄はスーパーも行きたい。なんかさ、ワーケーションとは言ってるけどさ、1日くらいはさ、がっつり仕事から手離してさ、遊びたいよね。そうだね。せっかくだから1日もオフにして遊びたいね。なんか行きたいとこある？どうだろうな。私は結構夏好きだし、外にいるのも好きだから、そうそうそう、全然どこでも行きたいというか、普通に観光、海の方とか、やっぱ沖縄の海綺麗だからさ、島とか行ってみたいな、ダイビングとかでもいいなとか思うけど、はるちゃんはあんまり好きじゃないもんね。そう、だけど、私も結局海で育ってるというか、漁師町の出身だから、海はめっちゃ好き。なんだけど、私はもともと日本海が見えるその、方だから、なんて言うんだろうな、砂浜とかじゃないの、もう岩場で冬になると海が黒くなってこうザブーンみたいな、ほんとなんかよく日本の浮世絵とかに出るような海しか見てこなくて、だから沖縄の砂浜とその先の海みたいなのはちょっと見たいなっていう思いはある。めっちゃ綺麗だと思うよ。だってエメラルドグリーンでさ、一回見たくない？一回見たい。あれかな、それこそなんかサンセットとか見たいかも。いいじゃん、サンセット。なんかさ、そういうのが見れるところで、車止めて、ちょっとこう冷たいドリンクとか買って、めっちゃいい、やりたい。そういうのしたいよね。したいかな。沖縄行ったら、そうだね。うわ、いいじゃん。なんか一日車借りて、昼間の暑い時間は例えば水族館とかに行って、有名じゃん、美ら海水族館とかに行って、まあ暑いからね、中で涼しく過ごして、でご飯とか食べに行って、で帰ってきてサンセットの時間に合わせてそっち行くみたいな。海の方に。めっちゃいいね。よくない？めっちゃいい。楽しそう。決まったかも。出来上がった。プラン完成。それで行こう。めっちゃ楽しそう。水族館も行きたい。私結構好きなんだよね。水族館好きなんだ。好きだよ、私。お魚見るのも好きだしね。そうなんだ。水族館行くとさ、私、お魚の知識があんまりないからなんだけどさ、なんかこの顔ちょっと誰々に似てるよねとかさ、美味しそうだよねとかさ、なんか可愛いとか可愛くないとかそういう話ばっかりするんだけど。美味しそうとかもう絶対言われたくないよ、魚側。そうだよね。でもわかる。なんかたまにめっちゃ油が乗ってそうなアジとかサバとか泳いでたらあるでしょ。美味しそう。そうそうそう。塩焼きかなみたいな。ちょっと焼き方まで考えてんの。
たまになんかすっごいブサイクなさ、顎がしゃくれてるさ、いるいる魚とかいるじゃん、深海魚とか。それ見て、うわー、ブサイクーとか言ってる。でも可愛いやつもめっちゃいいや、るよね。いるいる。ねヤドカリとかも可愛いし。あわかるわかるそそう。あ、でも水族館いいね。うんてか、舞ちゃんめっちゃ夏好きよね。本当に。う。めっちゃ好き。大好き。もう昔からだすごいよね。今年夏なんかしたいのとかあるの？花火お祭りででしょまず。うん。あと手持ち花火したいかも。あー、わかる。それはわかる。それは共感それはめっちゃわかる。夜だからでしょ。そうそんな暑くないかそう、ら。暑くないし。手持ち花火はね、いいよねそれこそエモくない？うん、エモい。エモいって皆さんわかりますか？これ、説明できない言葉なんです。エモーショナルから来てはいるよね。そう。来てはいるんだけど、ちょっと違うか。いや、わかんない。なんかさ、何でも言えちゃうようになってきたよね、最近。どういう時にはるちゃんは使う？なんか、エモいは、なんて言ったらいいかな。例えば、卒業アルバムとかを見返してた時も、エモいなって思うし、はいはいはい。あとは、フィルムカメラうんうん。で撮った写真とかもエモいし、うん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 。あと、まあそうやってなんか花火うん、とかもエモい。エエモーショナルから来てるんだけど、大して感動してない時も使う。なんかさ、あれだよね。懐かしいっていう方が、うんノスタルジック、うん。懐かしいとか、あと、ちょっと、物悲しいとか、ああ、確かに。儚い。日本語で儚い、言うとね、儚いとか、ちょっと物寂しいじゃないけど、っていう、何か懐かしむような感じ、うん。名残惜しい時とか、そうね。花火とかも消えちゃうじゃん、絶対に。なんだけど、儚い、切ない。そう、光ってる時間、短いんだけど、それがすごい綺麗で、うんその瞬間を楽しんでる私たちもエモいみたいな。なんかさ、もう終わってしまって戻ってこない時間のこと言ったり、そうだねもうすぐ終わってしまう未来が見えてる時に使わない、夕日とかもさ、わかるわかるもう沈んじゃうみたいな、このこ沈む前のここがエモいみたいなさ、感じだよね。そう、これ、一言でさ、難なんかしい。言えないよね。うん。そう、でもエモい。うん。花火したい。花火したいでしょ、ねちょっとやりたい。それは絶対やろう。急に乗っかってきた。私、夏祭りでね、こう花火大会に行くのもやりたい。あ、やりたい。浴衣着たい。浴衣着たいね。なんか私、浴衣着たい最近の動画でね、出してたんだよね。最近購入した浴衣っていうそうなんだ。のをちょっと皆さんにお話をしてるんだけど、やっぱ浴衣を着たいよね。何色買ったの？私ね、白地に、ちょっと濃いめの青にしたんです。へー、珍しい。そう、私ピンクとか白とかね、黒ばっかりなんだけど、青にしたんだ。そう、普段着るものと浴衣って全然違うじゃん。だからなんか、せっかくなら普段着ない色にしようと思ってて、緑とかも見てたんだよ。おー、緑。そう、なんだけど、最終的にはなんかちょっと涼しい雰囲気そうだがね。欲しくて、だから涼しい色の青にしようかなってなって、そう、ちょっと大人っぽい感じにしてみました。いいじゃん。髪とかもちょっとアップにしてさ。そう、今せっかく伸ばしてるからね。お団子とかにしてやったら可愛くない？絶対可愛いよね。そうそう。いいね。花火大会。この辺で花火大会ってどこでやってるんだ？あんま知らないんだけど。なんかね、福岡有名な花火大会があって、福岡県の門司港っていう、まあ港、大きな港があって、で、そこってさ、反対側がすぐ山口県の下関じゃん？で、その門司港と下関ってほんとめっちゃ反対側が見えるくらい近いじゃん。で、同じ日に、同じ時間に花火大会をするんだって。その門司港と下関で。で、もう本当に言ったら競うように、どっちが綺麗な花火をあげれるか。面白いね。そうそうそう。っていう、なんか夏祭りがあるらしくて、まあ私もね、行ったことはないんだけど、なんかそれがね、九州のすごい有名な夏祭りらしいから、行ってみたいかも。ね、行ってみたい。でも門司の方行くって言ったらちょっと遠いよね。そう、車でだと多分、普通に行ったら1時間かかんないと思うけど、でも多分、めっちゃ混むよ。その日だけはね、多分めっちゃ混むから、前入りして、なんか、文字とかちょっと観光して、夜行って、で、またその日も泊まってとかにして、帰りもね、多分ごった返してるから。でもね、もう日程出てるから、ホテルとか調べたけどね、めっちゃ高いし、めっちゃ、もういっぱいですとかだったから。わあ、そっか。結構、厳しいかな。満員電車でも、もう覚悟して、電車で行くのが一番確実かもしれない。まあ、そうか。そう。なるほどね。車だと読めないもんね、時間が。そうだね。ほんと進まない可能性があるから。そうだね。車から花火見ることになっちゃうもんな。ねえ、ちょっとやだよね。やだ。だから、そうだね。なんか電車が多分一番確実なんだけど、私一回電車で行ってて、一回乗り換えが必要だったかな、確か。
だったんだけど、1時間半かかんなかったかな、くらいなんだけど、それずっと立つって結構きついなとは思ってる。結構きついね。からまあ迷ってるけど、でも、せっかく福岡行ったらさ、そういう有名なやつ1個行ってみたいから、そうだね。そう、ちょっとハン君もね、一緒に浴衣かジンベエか今迷ってるんだけど、ハン君。うわ、あるよね、くん、ちょっと待って。どっちもね、似合いそうなんだよね。浴衣着てほしいかも。いや、わかる。ハン君さ、肩幅があって、だからなんか浴衣似合う気がするんだけど、本人的には私がね、浴衣は結構暑いよっていう話はしたから、ちょっとそれが不安みたいで、ジンベエと迷ってる今は。ハン君浴衣着てほしいかも。似合うよね、多分ね。絶対似合うよ。着物とかもかっこいいんじゃない？似合うと思う。似合うと思う。だって旅館とかでさ、着たりしないの？こないだそれこそ一緒に行った時は着たんだけど、ちょっとハン君には短かったんだよね、サイズが。だからなんかなんていうんだろうね。あれサイズ結構命だもんね。そう手もさ、めっちゃ余ってるし、足のとこもめっちゃ出てて、そうなんだ。ちょっとなんか変だった。そう、ツンツルテンだった。可愛かったよ。そうなんだ。そう。いや、でもちょっとハン君の浴衣は見たいかもな。でしょ？だよね。だけど、なんかハン君と今言ってるのは、ハン君今京都も行きたくて、京都に行った時に着物が着たいから、いいね。そう、だから夏祭りはジンベエにしようかなも言ってた。いいかもいいかも。ちょっと迷うよね。だからまあギリギリまでね、ちょっと一緒に悩んでみようかなと。なるほどね。そっか。まいちゃん、彼氏は？全然そんな話してないけど、でもさ、着るならさ、ジンベエっぽくない？確かにそうだね。そうだよね。どちらかというとさ、ジンベエの方が。でも浴衣も似合いそうだけどな。似合うかな。なんかさ、私のイメージね、まいちゃんの彼氏ってちょっとさ、肌が焼けてるじゃん。そうだね。すごい。だからなんか、なんていうんだろう、こう、浴衣着て腕まくりしてさ、いいかも。いや、そんなに大人っぽくないよ。やんちゃだもん。そうだよね。どちらかというと、無邪気なところが私は結構好きだけど、そういう感じだから、確かに。着てほしいね。あとさ、バーベキューしたい。バーベキューしようよ。しよう？なんかさ、やっぱバーベキューってさ、夏、やりたいっていうのと、たださ、2人とかでやるものでもないじゃん？まあね、それもそれで緩くていいかもしれないけど、いっぱいいた方が、なんかワイワイできるよね。そう。だから、お互い彼氏とか呼んで、バーベキューとかはやりたいかな。やりたい。ね、お肉とかさ、めっちゃいっぱい買ってさ。それが楽しくない？スーパーでさ、これくらいの量でいいかな、これちょっと高いの買っちゃうとか言ってさ、やるの楽しくない？ね、飲み物もさ、誰買うとかさ、タレも2個、3個、いろんな種類買ってこう、みたいな。で、結局余っちゃうんだよね。最後はさ、こう、バーベキューあったらさ、じゃあ、どれ持って帰るかじゃんけんしよう。やる。ね。ドリンク持って帰りたい人とタレ持って帰りたい人とお肉とかね、ソーセージとか。やる。あれ楽しいよね。楽しい。やろうよ。バーベキューはね、今年1個やりたいかな。いいね。なんかだから、私もさ、あんま夏アクティブに動くタイプではないんだけど、でもそれでもやっぱ楽しまなきゃ。いや、そうだよ。ね。そうだよ、せっかく。でもさ、バーベキューとかそれこそ、本当は自然のあるとこでやりたい。けどさ、結構めんどくさいじゃん。準備したり、火つけたり、後片付けもさ、なんか準備はまだこれから食べれるって思ってやるから楽しいけど、片付けって一番めんどくさくない？めんどくさい。もうお腹いっぱいで動きたくないっていう時にさ、めっちゃいろんなもの残っててさ、ガシャーってなるよね。そう。だからできれば、なんか食材だけ持って行って、できるようなとことかがよくない？そうだね。だからバーベキューも、なんかちょっといろいろ場所調べてみなきゃだね。そうだね。やりたいなぁ。やりたい。バーベキューか。あとはそうだね。ドライブ行きたい。ね。阿蘇とか行きたい。ドライブ行きたい。ね。なんかさ、夏、めっちゃ天気がいい日にさ、ドライブでさ、こう歌いながらさ、みんなで行くとかめっちゃ楽しいじゃん。めっちゃいい。それこそさ、なんかさ、私たちもさ、なんか今日めっちゃ晴れてるし、ドライブ行くかとかで、レンタカー借りていくとかでもいいかも。ね。いいかもしれない。晴れた日に、晴れてるところにめがけていく。そういうのもやりたいかな。なんかさ、その阿蘇ももちろんいいし、私結構海を見ながら、ドライブするの好きなのよ。海沿いよね。そう、海沿いのなんかいいドライブコースとかないかなと思って。でもさ、あれじゃない？それこそ福岡のさ、糸島とかから、佐賀の唐津まで。確かに。ね、ずっと海沿いだよね。ありそう。
そういうのもちょっとやってみたいな。わかる。なんか、あえてさ、その佐賀とかってさ、あんまり行かないじゃん？狙って行かないけど、あえてそのあたりで行きたいご飯屋さんとかカフェとかを、そこ目的地にしといて、そこまでのルートめっちゃゆっくりこう、海沿いで行くとか、よくない？めっちゃいい。ね。やりたいことがいっぱい。夏も楽しみましょう。楽しみです。はい。ということで、今日の動画は以上になります。まいちゃんのレッスンのお得情報なんですけど、実はまいちゃん、今回この動画から予約してくれた方限定で、トライアルレッスンのディスカウントを用意してくれました。ありがとう。まいちゃんのそのトライアルレッスンなんですけど、概要欄にリンクが2つあります。1つがまいちゃんのインスタグラムのアカウントのリンク。で、もう1つ、トライアルレッスンはこちらって書いてある方のリンクから予約ができるので、ぜひぜひちょっとそっちも見てみてください。はい。ということで、ちょっとまいちゃんのレッスンのおすすめのお話とか、え、なんかこんなことできるよとか。おすすめの話か。そう。なんかぜひぜひちょっと聞かせてもらえたらと思うんですけど。今、まいちゃんのレッスンはどんな人が受けてる？国籍で言ったら結構いっぱいいて、アメリカ、あとヨーロッパの方もいるし、あとアジア系、中国、韓国とかの方もいて、そうだね、オーストラリア、スコットランド、スペインとか、すごいね。ルーマニアとか、世界中だね、フランスとか、すごい。結構いっぱい国籍で言うと、いろんな人がいて、レベルで言うと本当に初級、ひらがなもわからないよっていうところから始めた人もいれば、もう本当に超いろんなこと喋れて、JLPT も N1 持ってますっていう人もいるかな。そうなんだ。初級の人もいるんだね。いるいる。全然完全ビギナーですけど大丈夫ですかってメッセージ来たりする。めっちゃいいね。そっかそっか。ちなみにトライアルレッスンっていうのは何をするの？トライアルレッスンは、そうだね、まず、自己紹介して、その後、多分、なんだろうな、レッスンを受けに来てくれてるってことは何か悩みがあったりとか、こういうところを、こういう風にもうちょっと上手くなりたいな、みたいなゴールとかがあると思うから、それをちょっと聞かせてもらって、じゃあこういう風にここから勉強していきましょう、みたいなものを一緒にロードマップみたいなのを作って、あとは、今、テキストをね、いろいろオリジナルで作ってるんですけど、それを紹介したりとか、実際に授業ちょっとやってみてどうですかみたいな、そうそう、本当にミニレッスンみたいなものをやったりするかな。めっちゃいいね。そっか。ちなみになんかそのトライアルレッスンから、じゃあこれからもレッスンお願いしますっていう風になる生徒さんっていうのはどのくらいいる？だいたい9割くらいの人が進んでくれるかも。すごい。9割ってさ、それってあんまりないよね、多分。どうなんだろうね。でも、だいぶ、たくさん進んでくれるイメージだね。すごいな。その場で、じゃあ、もう次回までにこの宿題やってきてくださいね、みたいな感じで、トライアルレッスンとは言っても、それが初回レッスンで、次からもうこっから始めますよ、みたいにして、どんどんもうレッスンしていくっていう感じの流れが多いかな。すごいね。そっかそっか。それはやっぱりこのトライアルレッスンでさ、このレッスンいいなって思ってくれてるから、進んでくれてる。いやー、嬉しいです、本当に。だからね、そう、まいちゃん実はすごい人気な先生で、もう今もね、レッスンでいっぱいで。そうだね、毎日。8レッスン、9レッスンとかだよね。してる。でも今回そんな中で、この動画限定で、そのディスカウント、もう他ではやってないんだよね。やってないね。だよね。なので、もうほんとこの動画限定のディスカウントなので、もうぜひぜひ皆さん、この機会を逃さず、気になる方ちょっとチェックしてみてください。皆さん会いましょう。はい。ということで、今日の動画は以上になります。まいちゃんのトライアルレッスンのディスカウントが7月の26日までになってます。26日までに予約してくださった方は、私の動画のリンクから予約したらディスカウントが受けられるので、はい、ちょっとチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで、また来週もまいちゃん登場してくれるので、ぜひ楽しみに待っていてください。それではまた来週お会いしましょう。またね。またねー。こんにちは、はるかです。まいです。はい、ということで今日もまいちゃんに登場してもらいました。こんにちは。こんにちは。今日はまいちゃんと一緒に日本と海外の恋愛の比較をしていきたいなと思います。面白いかも。そうなんですよ。なのでちょっと皆さんと一緒に、もし自分の国はこんな感じだよとかあったら、ぜひコメントで教えてください。それでは行ってみましょう。日本とその海外の、なんていうの恋愛ってさ、結構違うってよく聞くじゃん。聞くね。ね、なんか
まあ結構有名な例でいくと、日本はちゃんと告白する文化がある。なんか好きです、付き合ってください、お願いしますでやっと付き合う。けどアメリカとかかな、はなんかもう付き合ってるよねみたいな、私たち。確かに聞くかもそれ。ね、なんか告白の文化があんまりないみたいなのを聞くんだけど、それってさ、どうやって付き合ってるって判断するんだろう。確かに、なんか区切りがないってことでしょ。そう、めっちゃ仲のいい友達なのか、恋人なのかっていう区切りってさ、結構難しいよね。難しいよね。なんかさ、片方がそのつもりでもさ、もう片方は違ったみたいなパターンになったらさ、結構困るよね。付き合ってないけどみたいな。そういうことも逆にあるのかな。ありそうだけどね、雰囲気なのかな。察してみたいな感じ。どうなんだろう。難しくない？結構難しい。だよね。だからね、そこら辺とかもやっぱ難しいなって思う。だってさ、もしさ、まいちゃんさ、まあ今彼氏いるじゃん。で、告白されて付き合ってるじゃん。じゃなくてさ、もう俺ら付き合ってるよねって言われたらさ、びっくりしない？ちょっと嫌かも。何その感じってなっちゃう。そうだよね。だからね、なんかその文化ってすごいなって。そうだね。よく聞くけど、実際に自分がそうなったら結構びっくりしちゃいそうだなって。なんかさ、その恋愛のとこじゃない話で言うとさ、日本人の方があんまり物事を言わなかったり、察してとか空気を読むとかっていう文化があって、逆に英語圏の人たち、アメリカとかって、なんかはっきり物を言うのがいいみたいな文化があるのに、そこだけは逆なの？確かに。って思う。確かに。だってさ、まあ、日本ってさ、その、はっきり言葉にしないっていうのが結構相手のためだったり、そう。まあなんか、まあ思いやりだったり、そういうちょっと気を使う文化だったり。そうだね。だけど、あれなんじゃないかな。逆に、それをしなさすぎるから、告白しないと付き合えないんじゃない？空気読みすぎてってこと？そう。なんだそれ。一回はっきりさせとかないと、お互い気使ってずっとさ。なるほどね。なんかちょっとこうやってなっちゃうんだ。私たちってどういう関係なんだろう。なりそう、日本人。そう。だけど、もし海外とかだったら、私たちって今どういう関係って気になったら聞けるんじゃないかな。なるほどね。で、そこで付き合ってるよねみたいな感じで、意思確認をする。ありそう、ありそう。予想だけど。皆さんちょっとどうですか？なんか、告白する文化があるよっていう方だったり、逆にあんまり告白するっていうよりかは、さっきみたいにもう付き合ってるよね、私たち、みたいな、そういうもう確認系の文化なのか、ちょっとぜひぜひコメントで教えてほしい。なんか今アメリカを例に出して言ったけどさ、他の国とか全然わかんないもんね。ね、でも韓国とかって告白、どうなの？なんかね、それこそハン君は告白してくれて付き合ってるから、告白する文化なのじゃないか。なのではないか。なのではないか。告白する文化じゃないのかなとは思う。でもそれははるちゃんが日本人だから日本人の文化に合わせてこういうもんなんだって、まあ、勉強してというかやってくれたのか、それとも韓国でも同じような感じなのか、どっちなんだろうね。でもなんか私たまに韓国のドラマとか見るんだけど、なんか付き合おっかみたいな言葉は結構出てくるの。そうなんだ。じゃあ日本と似てるのかな。なのかもしれない。結構なんか、まあ、日本ってさ結構有名じゃん。好きです、付き合ってください。あるね。でこうお願いしますみたいな感じじゃん。あるね。だからまあなんかそれに近いんじゃないかなと思うけど、そうか。ってどうなんだろうね。だからそういうのは結構気になるし、私とかは結構そのハン君と付き合ってびっくりしたのが、日本人ってさあんまりなんて言うんだろうな、恋愛の中でもさ、こう彼氏とか彼女とかにさ好きだよとか愛してるよとかってあんま言わなくない？言わないかも。あんまりだよね。なんか、言わなくても分かってるみたいな、なんかもうあえて言葉にしないことが、それこそさっきの話だよね。そうだね。察してじゃないけど、まあ一緒にいるってことは好きだよねみたいな感じだよね。だけどハン君とかはもうめっちゃ日本語ではしてこない。韓国語で。そうなんだ。そう、多分日本語で言葉にすると多分変な感じするんじゃないのかな。だからめっちゃ韓国語ででもその愛情表現はしてくれるから、なんかすごいなって思う。最初はね、正直慣れなかった。そうだよね。そう、なんかどんな反応していいか分かんなくない？ありがとうみたいな。なんて言ったらいいんだろう。私もとかね。そう。だったけど、結構そこはね、文化の違い最初めっちゃ感じたね。へー。そっか、今はもう慣れた？今はもう慣れた。はいって。はい
はいはいっていうの？はいはい、私も。適当すぎ。そうなんだ。そうそうさ、なんか私はやっぱり根っこが日本人だから、なんか私も言葉にするっていうのは結構苦手で、はいはいって。ハン君はそれでいいの？うん、ハン君もそれで慣れてる。あ、そうなんだ。別にもっと言ってよとかはないんだ。ないないない。じゃあ別にいいね。そうそう。だからね、やっぱそういうのは結構不思議だった、最初は。しかもさ、日本人ってさ、よくあるのがさ、なんか、内と外の境界線がはっきりしてる。内側、外側みたいな感じで、自分の内側で見せる自分と、外側で見せる自分って全然違う。そうだね。みたいなのが結構はっきりしてるじゃん。だから、なんか、まあ、内側って思う場所、家の中とか、家族と一緒にいる時とか、それこそまあ彼氏といる時が内側、でそれ以外の外側、こう外歩いてる時とか、だと違うから、お家の中だと彼氏と結構くっついたりして、一緒にこうキュッてやるのに、外に行くと手もつながないし結構ちょっとさっぱり歩く人とかも多いじゃん。はいはい、そうね。なんかああいうのも韓国とか行くとさ、もう横断歩道でハグしてるとかさ。横断歩道じゃないか。信号待ってる時に、もうハグして待ってるとか、エスカレーターもハグしながら降りてるとか。あ、でも確かに、前レストランで働いてた時に、それこそ韓国のお客さんとか結構来てたけど、大体カウンター席だったのよね、全部が。で、男の人が大体こうやって彼女にこうやってやりながら食べてたりとか。わかるわかる。自分食べ終わって、その後彼女が食べてる時にこう腰に手を回してたりとかしてて、邪魔じゃないって思ったことある。いや、あるよね。なんかさ、オーストラリアもそうかな、アメリカとかもそうだったんだけど、なんか普通にこう、路上でキスしてたりとか。してた。ね、こうハグもしてたりとかで、なんか本当にそういう表現がね、すごい、なんていうんだろう、外とか関係ないんだなって。そうだね。オープンだなって。誰が見てるとかじゃなくて、自分たちの世界でやってる感じだよね。そうそうそう。だから、あれは結構ね、カルチャーショック受けてた。そうだね。確かに言われてみれば、そうかも。日本ってあんまそういうのないよね。ないね。まあ、なんだろう、程度によるっていうかさ、外で手つなぐはできるけど、ハグはしないとか、そのね、多分あれがあるけど、結局まあ人によるんだけど、にしても割合で見たらめっちゃ少ないよね。キスはしないよね。そうだね。9割5分ぐらいの人はキスはしないね、外で。でもさ、海外とか歩いてたらめっちゃするよね。してる。映画の中とかすごくないもん。めっちゃしてる。本当にみたいな。駅だよね、そこって思う。電車でさ、ただ仕事行ってくるね、みたいな時にさ、そう。みたいな感じじゃん。本当にってなるけど、実際行くと本当だよね。これがね。そう。やってるね。だから結構そういうのはね、カルチャーショック受けるかな。確かに。そうかもね。面白いよね、そういうのも。かな。で、だからまあ、日本と海外の恋愛観って結構違うなとも思うし。そうね。だから国際恋愛って、まあ、はるちゃんもね、そうだけどさ、まだ韓国だから、ちょっと近いところがあるのかもしれないけど、それこそアメリカの人と日本の人でとかさ、難しいんじゃないかなって思う。最初はいろいろね、話し合いだろうね。そうだよね。私はこうだから、あなたはこうだからっていうのをお互いに知っていくっていう、ステップがめっちゃ必要。ね、そこでちゃんと話さないとさ、なんか、お互いの文化とか、今まで育ってきた環境とかを否定することになっちゃったりとかするじゃん。そのつもりなくても、それが普通っていう風に言い切っちゃうと良くなかったり、ね、でもそっちの文化はちょっと恥ずかしくてできないとかっていう気持ちもさ、あったりするしさ、難しそうだよね。自分がどこまでができてどこまでができないとか、やっぱさ、まあ日本人同士でもそうだけど、相手をちゃんと知らなきゃいけないじゃん。そのステップが、こう、海外の人と付き合うっていうのは結構大きくなっちゃう。そう思う。すり合わせる段階がすごく長いと思う。私もハン君とは結構そこら辺はいっぱい話したし、そうなんだ。なんかね、国際カップルあるあるだと思うんだけど、なんかね、結構お互い別にこう政治に詳しいわけじゃないのに、政治関連の話題とかになると喧嘩になっちゃったりすることもあって。なるほどね。だからただ文化の違いとかだけじゃなくて、政治ってさ、自分たちが学校で習ったことで、その国によって違うじゃん。そうだね、そうだね。だからお互いうろ覚えの知識なのにこうじゃん、なんでそんなこと言うの、こうじゃんみたいな感じで、たまにこう喧嘩になったこともあって、だからなんかやっぱりその
どっちが正解とかっていうのはないから、そうだね。それぞれの普通とか、そうそうそう、当たり前があるからね。だからお互いそういう話はしないようにしようとか、あとは、ハン君はこういうことがなんて言いたいんだなとか、っていうのをお互いにこう理解ができるようになるまで、っていうのはめっちゃ会話を重ねるしかない、そうだね。確かに。そうだね。それはそうかも。そういう部分もあるのか。文化の違いだけじゃなくて、歴史的な背景があったりするのか。難しいね。だから政治の話はね、しないようにしてたり。でも、インスタとかでね、こう国際カップルあるあるとかで見ると、結構なんかその喧嘩の理由の1位に政治的な理由とかあるの。そうなんだ。そう、だから別に政治にめっちゃ関心があるとかではない人でも、なんかちょっとしたことで、って思っちゃって喧嘩になるっていうのは、なんかあるのかなとは思ってて、とか、あとやっぱ文化の違いもめっちゃ大きいから、そういうのを最初は乗り越えなきゃいけないなっていうのは体感したね。なるほどね。確かに、あれだよね。その政治の話をしようって最初から意気込んでるわけじゃなくても、なんかニュースを見ててこれってさってコメントしたことがそっちに繋がっちゃったりとか、変な受け取られ方をしちゃったりとかすることはありそうだよね。そういうつもりじゃなかったみたいな。でもなんか引っ込みつかなくなって、こうでこうでとかって言っちゃったら、そう、ありそう、そういうのは。そう。お互い得しないよね。でもまだ日本と韓国で文化も比較的近い。そうだね。から、ここで収まってるけど、やっぱりもうちょっとこう広い距離になってくると、いや本当にね、本当にねすごいなって思う。世の中の国際結婚とかされてる人とか見ると、かな。でもやっぱその国際的に見ても、恋愛観って全部違うじゃん、国によって。だからなんかそういうところをなんか比較するとかっていうのはめっちゃ面白いなと思ったし、多分私たちが今言っただけじゃなくて、多分もっとある。いやもっとあると思う。知らないだけでびっくりするような愛情表現の仕方とかさ、絶対あるよね。あるよね。ちょっとぜひコメントで皆さん教えてください。ね、知りたいよね。恋話しましょう、一緒に。コメントで恋話しましょう。楽しい。ね、楽しいよね。結構ね、日本とかってさ、なんか、愚痴みたいな感じだけど、女の子同士とかでさ、なんか彼氏がさ、最近こんなことあってさ、とかさ、言うね。そういうのも恋バナの中でよく話すじゃん。話す。で、それはダメだよ、とかさ、言うね。そう、逆にさ、優しいじゃん、彼氏とかさ、そうそう、結構日本の女の子って、こう集まると、そういう彼氏の話をめっちゃするんですよね。する。そうそう、ぜひぜひ。皆さん待ってます。一緒に恋話しましょう。しましょう。はい。という感じで今日の動画は以上になります。で、前回の動画でもお話ししたんですが、まいちゃん、実は今回、このコラボ動画限定でディスカウント、そのトライアルのレッスンのディスカウントをしてくれてます。はい。はい。ですね。で、前回の動画でどんなレッスンがあるのとかは詳しくお話ししているので、気になる方、前回の動画見てみてください。お願いします。お願いします。はい。ということで、今回の動画以上になります。また来週の動画でお会いしましょう。またね。またね。こんにちは、はるかです。まいです。はい。ということで、今週もまいちゃんと一緒にコラボ動画撮っていきます。イェイ3本目、ラストです。はい。で、今日の動画でも最後にまいちゃんのトライアルレッスンのお得な情報をお伝えしているので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。お願いします。で、今日なんですけど、私とまいちゃんがね、それぞれ思う日本のいいところ、悪いところについて結構本音で話をしていきます。面白い。そうそう。なので、ぜひぜひ皆さん見ていてください。はい。それでは行ってみましょう。まいちゃんってさ、いろいろ海外行ってきたやん。で、私も海外いろいろ行ってきて、で、しかもまいちゃんって海外に住むっていう経験もしてきたと思うんだけど、やっぱさ、海外に行くと、なんか改めて日本のいいところに気づけたり、そうだね。逆に日本のこういうところって、悪いって言い方も良くないけど、まだまだだなって思うところとかもあるかなって思うんだけど、なんか今までまいちゃん海外行ってみて、なんか日本のここって改めていいなって思うこととかあった？そうだね。やっぱり治安はいいなって、安全だよね、とは思うかな。確かにね。夜も一人で歩いててもね、全然大丈夫だし。特にフィリピンに行った時は、やっぱり、場所を選べば平気なんだけど、でもやっぱ場所を選べばっていう条件付きになるから、どこでも夜出歩いていいわけではないよね。っていうのはよく言われたかな。現地の日本人に。
私もなんかアメリカとか行ってたら、もちろん夜一人で出歩くなんてことはできなくて、そうだよね。そうだし、なんて言うんだろうな、向こうでは当たり前かもしれないけど、日本人にとって銃ってさ、身近なものじゃない？そうだね。けど、その銃が一定そのアメリカでは身近だっていうことも、私の中ではちょっと怖いと思う理由にもなっちゃって、そうだね。身を守るためなんだけど、そう、それが必要っていうのが怖くて。そうだね。やっぱなんか治安みたいなところで言うと、日本って本当に安全なんだなって。いやー、本当に思う。全然違うよね、そこは。ちょっと群を抜いて安全な国なんだなって改めて思ったかもしれない、海外に行ったことで。いや、わかる。ね、日本ってその朝でも夜でも、女の子が普通に一人で走ってたりね、歩いてたりするから、そこはね、本当にいいところだなって。本当にそう。あとはやっぱ綺麗かな。めっちゃ。そうね。それは絶対そう。道が綺麗だし、お店の中も綺麗だし、まあ、食事とかの衛生面でもやっぱ綺麗なものが多い。そうだね。アメリカはどうなの？そのトイレとかさ、よく話に出てくるような気がする。そうだね。なんか、なんて言うんだろうな。まあ、場所によるって言ったらそうなんだけど、結構観光地とか行くと道も綺麗だし、トイレもある程度綺麗だったけど、田舎の方とか行くと、なんかトイレとかもちょっと汚かったり、なんかさ、日本ってさ、トイレは基本外から見えないじゃん。そうだね。なんだけどアメリカとかって結構下が空いてるのね。はいはい、よく聞くそれ。なんかね、なんて言うんだろう、それも結構衝撃だったし、日本とかってそんなんないじゃん。ないね。だから結構おーってなったし、トイレってさ、結構日本人大事にしてるじゃん。だから、そうだね、そういうのは結構思ったかな。まあ日本が綺麗すぎるっていうのもあるけどね、そこまで、なんていうの、別にトイレだからさ、そんな綺麗じゃなくてもいいというか、なのに、無駄にって言ったら悪いけど、すごく綺麗にするし、そこに慣れちゃってるから、そうだね。余計にね。それはあるかも。でも、あとまあ街が綺麗っていうのはすごいいいことだなと思うね。そうね、ゴミも落ちてないしね。まあだからまあ綺麗は一個思った。確かにね。あと、食べ物が美味しい。それは絶対そう。ね。なんか、私結構好きな料理で言うと、中華料理と韓国料理が多くて、で、正直ね、私、中国と韓国行った時は、めっちゃご飯美味しいってなったの。だから、日本食だけがめっちゃ美味しいって思ってるわけではないんだけど、結構、やっぱアメリカが私の中では結構大変で。そうだったんだ。そう、アメリカ行った時はね、もうめっちゃテンション上がったよ。もうピザ食べたい、ハンバーガー食べたい。そうだよね、そういうイメージあるかも。そう、だったんだけど、結構味が全部強くて、日本のご飯ってさ、味が薄かったり、そうだね。味が優しかったりね、多いじゃん。多いね。なんだけど、アメリカとかいると、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ。うわ、ちょっと重いかも。そう。で、重たくてね、本当に胃がやられちゃって、もうサラダしか食べたくないになっちゃって。反動でね。そう。最初に多分張り切って食べ過ぎたのもある。正直。まあ、最初ってね、こういろんなもの食べたくなっちゃうからね。せっかくアメリカだからね。アメリカンの食事したい。それはそうだよね。そう。って思っちゃって、でも、だからアメリカから帰ってきて日本でお味噌汁とだし巻き卵とおにぎり食べた時にもう涙が止まらなくて美味しいみたいな。そうなんだ。お味噌汁だって感じで、そう、泣きながら食べた。まあそうだよね。そう。だからご飯が美味しいのもあるけど、ご飯がやっぱ合う。まあそうね。慣れだからね、結局ね。そう。でもさ、まいちゃんとかってオーストラリアで住んでたじゃん。セブでも住んでたじゃん。食事とかは大丈夫だった？そうね、オーストラリアは、なんか、そんなにヘビーじゃないんだよね。そうなんだ。ヘビーなものもあるけど、やっぱり、多文化なんだなって思った。いろんな国の人がいるから、いろんな国のご飯屋さんがあるし、でも、ホストファミリーのとこにいたときは、やっぱりパン系が多かったり、あとお肉、グリル、バーベキューするよとか、そういうのが多かったりしたけど、普通に外に出てレストラン探すときは、いろんな国の料理があって、逆に楽しめる。まあ全部高いんだけど、日本人からすると。でも、別にお金を気にしないんだったら何でも食べれるような感じはしたかな。日本料理もあるしね。そうだよね。そう。高いよね。高い。アメリカもね、高すぎてさ、もう、食べれないよってなってた。そうだよね。なんかさ、一回、本
当にラーメンが食べたくなっちゃって、うんうんオーストラリア行って1ヶ月ぐらいかな。もう耐えられないって思って、日本のラーメン屋さんがオーストラリアに店舗を構えてるっていうのを知ってたから、それを調べていったら、ラーメン1杯2500円やばい。かなうん。して、ってなって、うんうん。でももう我慢できなくて食べた。そっか。いや、うんまあそうだよね。うん。いや、でも高いね。高いでしょ？すごいね。まあ日本でも最近1000円とかするけどさ、2500円はちょっと高くないって思って、ね、仕そう。方ないのもわかるんだけど。仕方ないけど、まあでも高いね食べるしかないよね。うんうん食べたいから。そうだよね。耐えれないからね、もう。そうなの、そうなの。いや、それはすごいね。まああったかな。ご飯は、ちょっと困るとこではあるよね。日本人からすると。やっぱりこう自分が慣れた料理を食べたいよね。そりゃそう、本当に。だから、私海外に行くまでは、日本って綺麗だなとか、日本ってご飯が美味しいなとか、日本って治安がいいなとか、ってあんまり考えたことがなかった。当たり前だったからね、それが。まあなんかよく人が言ってるけど、実感はなかったって感じだったんだけど、実際にこう海外に行った時に、あ、本当にそうなんだみたいなところ、実感が湧いたし、私結構海外に行く前は、日本があんまり好きじゃなかったの。あ、そうなんだ。海外の方が絶対幸せみたいな。自由だし、とかね。私は絶対海外で行けるんだとか思って、で、初めての海外に飛び出た時に、なんか、海外改めて行って、初めて行って楽しいし、やっぱり私はここで生きていきたいって思ったんだけど、で、2回目行くじゃん、で、2回目に行ったら、だんだん、ここも好きだけど、私日本も好きなのかも、みたいな気づきが湧いてきて、そうでだんだんそれからいろんな国行く中で、私は別に日本も好きだし、この国も好きだし、あの国も好きみたいな、いいね。そう考え方に変わったんだよね、結構。そう、もともとは日本はもう、早く出ていきたいみたいな感じだったけど、外を知って初めて自分の国を知るみたいな。大事だよね、理解が深まることって。逆にさ、海外に行ってみてさ、日本のここってちょっと悪いとこだなみたいな、まあその自分が思うね、ものってあった？そうね、なんか日本が悪いってよりは、あ、海外はここがすごいんだなって思ったのは、すっごくやっぱフレンドリーで、みんなに対してフラットに接する感じがやっぱ日本にはないものだなって一番感じたかも。確かにそれはそうだよね。なんかさ、スーパーの店員さんもそうだし、エレベーター乗った時もそうだし、すれ違うだけでもそうなんだけど、みんな話しかけてくれるというかさ、そうそうそう。なんだろうね、話しかけなくてもにっこりしてくれるとか、敵意がない、関係ないわけでもないみたいな、なんか、いい一日を過ごしましょうね、みたいな感じの雰囲気が出てるというか。海外でさ、人と目が合うよね。合う。ね、日本ってさ、基本的にみんなちょっと下を見てるから。気まずいからね。そうそうそう。目が合うことがあんまりないんだけど、海外行くと目が合う瞬間が本当に多くて、本当に。なんか一人じゃないんだなみたいな、孤独を感じづらいそうなって思った。確かに確かに。まあ日本のいいところでもあるんだけどさ、やっぱりこう、あんまり干渉しないじゃん。日本って他人に。っていう文化もあるから、こう、誰かが困ってても、助けた方がいいかな、どうしようかな、みたいな感じだし、だけど、海外とか行くとさ、そこが比較的、なんかハードルが低いというか。そうね、なんかみんな仲間じゃないけど、誰かが困ってたら助けるのは当たり前だし、みたいな感じの雰囲気がもうあるよね。助けたらいいじゃん、みたいな。誰も別に嫌がらないよね、みたいな感じがすごいあるかも。だからなんかそこら辺はね、なんかすごい、やっぱりいいなと思った。それはね、そう思う。特に、そのさっき、スーパーとかでもって言ってたけど、店員さんとお客さんとかの境界線もあんまりない気がする。確かに確かに。なんか、はいって言ってさ、普通にハワイユーって言うじゃん。なんかさ、そのスーパーの店員さんとかも、日本だったら、必要以上の会話をしないそうだね。ことが、まあ、お互いのためみたいな感じじゃん。だけど、向こうでさ、How are you? とか言ってさ、最近どうとかさ、T シャツめっちゃ可愛くないとか。あるあるある。めっちゃ髪色可愛いんだけど、とか。最初困ったもん。そう。いや、そんなに聞かなくても、みたいな。ブランドとかでもないし、みたいな。あれ、何なんだろうって最初はびっくりするけど。そうなんだよね。日本に帰ってきた時にね、それがないのがすごい寂しいし、やっぱさ、日本ってさ、これあるあるだと思うんだけど、仕事を通して出会った人、会社の同僚とかのことを友達って絶対言わないじゃん。
言わないね。ね。会社で出会った人のことは友達じゃなくて、同僚だよね。同僚とか、ちょっと離れた言い方すると会社の人。そうだね。みたいな。どんだけ仲良くても会社の人なんだけど、なんか私の中で結構そこも寂しさの一つというか、私たちお互いさ、福岡が地元じゃないから、まあ外から福岡に来てるじゃん。なんだけど、やっぱりさ、会社の人しかいない周りに。そうだね。友達がいない。それが全てだからね、コミュニティの。だったから結構きつくて、まあでもその中で舞ちゃんに出会えたからよかったんだけど、そうね、もう友達だからね。そう、友達だからね。そう、でも日本ってさ、その内側と外側の境界をはっきりさせる、それはある。文化がすごい強いから、どうしても会社で出会えば仲間であり友達ではないみたいな考えが強いから、みんな本音を喋らないじゃん。なんか確信の部分は話さない感じ。ある。日本人あるあるだね、それ。まあでもなんだろう。境界線があることで、私たちの当たり前が崩れてなかったり、それのおかげで多分いい思いをしてることもあるんだろうから、隠れてるだけでね。あれだけど、まあ経験して帰ってくるとちょっと逆カルチャーショックじゃないけど、あれってなったりするよね。私、きっとね、日本は逆に内側に入ることで、安心感が得られる時もあるじゃん。確かに。ね。境界線があるからこそね。そう。だから日本が嫌かっていうとそうじゃないし。そうね。そう。日本は好きなんだけど、私たちにとってはこう思うっていうだけ。そうね。でも絶対この文化が生きやすい人もいるから、やっぱ難しいよね、そういうのって。そうだね。そう。っていう感じですね。はい。なんで、結構日本にね、留学とかワーホリとか来る人ももしかしたら見てる方いるかなと思うんですけど、日本って本当に全然フレンドリーじゃない国ってわけではない。そう。フレンドリーな人もいます。いるんだけど、そうじゃない人もいて、やっぱりなんかそういうところで難しくてね、空気を読んで、お互いにちょうどいいラインで会話をするっていうことは結構あって。で、私たちは結構ね、フレンドリーなタイプだから。そうだね。いろんな人と話したいと思ってるので、そういう人も日本にはたくさんいるので、はい、ぜひぜひ、あんまり不安に思わず、来てみてください。はい。はい。ということで、今日の動画以上になります。で、舞ちゃんのトライアルレッスンなんですけど、私の今動画の概要欄にリンクが貼ってあります。トライアルレッスンはこちらっていうリンクがあるんですけど、そこからね、予約をしてもらうと、トライアルレッスンのディスカウントが受けられます。で、これはこの動画限定で、舞ちゃんが今回準備をしてくれました。で、コラボ動画の1本目の動画ですね。に、詳しく、そのトライアルレッスンどんなものなのとか、どんな人が受けてるのとか、そういったことをお話ししてるので、気になる方、見てみてください。お願いします。で、ディスカウントが、来週の7月の26日までが期限になります。26日までに予約すれば、ディスカウントが受けられます。もう本当にこの動画だけなので、ぜひぜひちょっとチェックしてみてください。待ってます。はい。ということで、今回の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。またねー。